とりあえず始めることに意義がある。画面に映ることに意味がある。はい、始まりましたね。始まりました。はい、皆さんすいません。すいません、また遅れました。13分。13分くらい。すみません。映ってるよね。はい、じゃあ始めましょう。99回目のおまとめ勉強会になります。ついに100回だ。ついに99回まで来てしまうとは。まさかまさかの。の。はい。はい、大変お待たせしております。じゃあチャット読みます。お願いします。649フリーダムさん。こんばんは。フィルさんが本当にスノーデンだったんですね。そうですよ。今パホ。もうやっとすっきりしました。もうこれを皆さんにお伝えできても前からそれは知ってたけど、ね、確定的なことを言ってくれなかったから。山崎さん。いつもありがとうございます。かおりさん、みかさんありがとう。何やら予感が YKK。ね、今朝長文の翻訳ありがとうございました。山崎さんって山崎さん？山崎さん？山崎さん違い？わからない。わからないです。山崎さん違い。アイコンが違うからわからない。じゃあ違うかもな。山崎さん違いかな。さくやさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。かおりさんが前から言ってた通り、フィルさんはスノーデンですね。イエス。もう私は1年半ぐらい前からずっと言ってましたんで、イエーイ。もうこれでなんかもうね、フィルさんのこと非難していた人たちにも本当にあれですよ、ね、大きな顔できますよ、フィルさんフォロワーの皆さんは。嬉しい、本当。いよいよクライマックスですね。0202メイさんこんばんは。タイパンさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。今回もよろしくです。今週はフィルさんの話題がすごかったですね。すごかったです。数ヶ月前のブラックパスポート、3つもフィルさん本人用だったんですかね、ブラックパスポート。ね、もう要人ですから、あの人は。そうです。シャーズナブルさん、皆さんこんばんは。キュークロックに振り回されています。ねえ。なんかようやく動き出した感じがなきにしもあらずですけども。レオさん、出遅れたと思ったらまだ始まってなかったです。失礼しました。遅刻常習犯すみません。100回目がお祝いの会となりますようによろしくお願いします。ケンジ、長尾さん、かおりさん、みかさんこんばんは。いよいよ迫ってきた感じですね。今夜も楽しみにしています。ゆうす114さん、かおりさん、みかさん、こんばんは。こんばんは。太郎さん、こんばんは。清俊さん、今夜もお願いします。P さん、こんばんは。99回嬉しいですが、ちょびっと寂しい。ねえ、もう次、本当にクリスマスイブイブやらなきゃいけないことはまずないと思いますけれども、万が一のことがあったら、そこが100回記念になるんで、もう、なんかで99で、あと100回目は、ね、こう暗闇明けてからね、パーティーできるような会にしたいなと。雑談したりね。そう。インテルなしで行ってみたいね。そういう会にできるように、今日までインテルは。ゆうさんパチパチパチ。ちこうさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。こんばんは。なおなさん、かおりさん、みかさん、皆さんもこんばんは。今日もお願いします。よろしくお願いします。中村さん、中村まさとさん、こんばんは。毎日の情報に感謝です。心よりありがとうございます。ありがとうございます。まほさん、こんばんは。こんばんは。自分のポストもリツイート以外で旧公式からいいねをもらえるようになりました。TM さんから。フィルさんだったら嬉しいです。多分、もうフィルさんかどうかわからないけど、フィルさんと確実にそこと関連してると思いますので、もうほぼだからそういう部分とも関連してるってことを暴露したようなもんなんで、今回ね。そうです。直樹直奈さん、フィルさんの情報見ました。そうだったんですね。はい。いやもう本当フィルさんすっきりしてすごい嬉しいです。もう今週はもう本当感動的なライブでした。もう泣きましたよ。本当に泣きました。もう本当に泣きました。私感動して、何度もこれを言ってくれてると思って、も喋ってると思って、もう本当に嬉しくって、いろいろ。
じゃあそうしましたら、そうですね、今週は、実はね、13日だから日本時間の14日に寅さんの演説もあったんですけれども、ちらっとダンちゃんが結構断片的にインスタとかで上げてくれたやつとかそういうのは見たんですけれども、まあ、特にびっくり発言とかがいつも通りな内容だったかなと思うんで、特に何の取り上げもしてなかったんですけど、まあ、とりあえず寅さんの演説がありました。で、それについてあれですね、後でガーニーさんのブログでちょっと取り上げてくださってたので、そこだけちょっと取り上げようかなって感じで、私は見てはないんですよね。その断片しか見てないんですけれども。で、もう何よりも、あとあれですね、スカイさんも週の頭ぐらいに動画上げてくださったやつを字幕つけさせてもらったものがあるので、その辺も後でお話しさせていただいて、今日また新しい動画がスカイさん上がってたんですけど、まあそれは今日昨日だ昨日だね、2分ぐらいの、そう、まあ、それはもう年末の挨拶みたいな感じだったんで、はい、まあそれはそれで後でまたその辺もお話しますけど、ででフィルさんでもう最後とりあえず今もうフィルさんのことで私も頭いっぱいなのでフィルさんの話にちょっと時間を割きたいなと思うんですけど、今日は。でまああとね、まあ、インテル関連がまあ、RV 関連がまた今週はいろいろ超騒がしいので、そこもちょっと盛りだくさんな内容になってはくるんですけれども、まあ、そういった話を今日は片付けていきたいと思います。はい、そうしましたらそんなもんかな今週。あとなんかあとあれですね、もうウクのね終了、ウクのももう本当終了している宣言をプー様の方はしてるけれども、まだウックの方がゼレちゃんの方がね降伏宣言をしていない状態で、ちょっとそこがどうなるのかっていう話なんですけれども、そういう今その辺の話も後ほどのかなね。とまあお騒がせ9クロックカウントダウン、それ一番最初にそれしましょうかね。じゃあその話入っていきましょうかね。はい。そう、ちゃんと続き読みますか？いや、大丈夫ですか？はい。後でいいですか？後で大丈夫。はい、そうしましたら、お騒がせ9クロックカウントダウンからいきたいと思います。はい。こちら押したところが、10日に、前回このライブあったのが9日なので、10日からちょっと遡っていこうと思って、でまず10日の時点ではsomething big is coming でいうので、その下にURL が追加されたんですよね。これね、今週の話ですね。で URL が追加されて、その URL をクリックするとエプエプ関連の写真とかが出てきたんで、まだマカフィーの顔が出てる時ですね。そうまだ出てる。これも今週の日曜日から遡る形になるんですけど、で下下がってもらって、そしたらそのエプエプ、それでマカフィーの写真でエプエプのなんか写真とかが入ってるファイルが出てくるんですよね。でもこの辺はもうなんかエズラさんが仕掛けてる内容だと私は思うんですけれども、内容的にも。で、そこから下下がっていただいて、で11日に今度ちょっと文言が変わって、終わりはここ The end is here ってなりまして、マカフィーさんの顔のままで、ずっとこの時はもう12月の16日今日のお昼12時7分に設定された状態のままなんですけれども、で、その後 The end is coming に変わったんですよね。でそこからでマカフィーの顔が消えて、そしたらで The end is here でフ
フェーズ1停電に備えてくださいっていう文言になったんですよね。うんなったんですよね。でまだその時の段階ではまだカウントダウンはずっと今日のお昼のままになっていて、でこれがいつで今日のお昼12時7分で終わるってなったのでってことだったんで、12時7分にぴったりに私は写真撮りましたよ、スクショ。はい、ぴったりですよ、000見てる、すごいやったと思って。よく撮りますね。そう、いやしかも一瞬でしょ。しかも開いたらちょうどもうすぐその時間だったかなと思って開いてパッと見たら、うわもうあと2秒ぐらいでなるわと思ってパシャって撮ったら、撮れたみたいな。本当に。私この時あと7秒ぐらいの時に。見た。ちょうどページに入って私も3秒前ぐらいに入ってさっと撮ったらぴったり撮れた。すごいでしょこれ、撮った人あんまりいないんじゃないですかねこれ0000。でこれで、この時の時点では、終わりはここにある停電を確認フェーズ1がアクティブになったそれはやってくるっていう文言だったんですけれども、そのすぐ後に見たら、これちょっと時間計算した都合上ちょっと後になるんですけど、12時15分今日の12時15分の時点で、すぐ本当はすぐ切り替わったんですけれども、その後でで、The end is here で、停電をこれはさっきと一緒？文言一緒ですね。文言一緒で、ちょっと時間だけ確認したんだ、私は。で、そしたら、6時間プラスされてそう。だから、6時間と、十何分かな、20分ぐらいかな。20何分ですね、追加されて、で計算すると、ちょっともしかしたら私自信ないに間違ってるかもしれないけど、12が私これ書き間違えてる。その下だな。でその下ですね。その下でちゃんと計算してるんだ。でここでちゃんとここは時間の計算してなくて、でその下下がってもらって、で今日の、夕方6時7時前ぐらいですねにY あれですね変わって、文言が変わって Y2K3 そうで、これがあなたが知っているような世界はオーバー終わったで10日間すべてカオストータルカオス 10days で、メリークリスマスっていうことで、この時点で計算したらおそらくこれ合ってると思うんですけれども、12月27日の12時ちょうど、日本時間の27日の12時ちょうどですね。でアメリカでいうとこの26日の、夜22時ちょうどにこれロンドン時間あれかな、ロンドン時間ちょっと調べて、で一時ね、Y2K3 だけになったんです。なりましたね。でこの後になったんですよね。この後そうなったけど、今ちょっとわかんないですけど、でこの Y2K3 っていうのはプロジェクトオーディンのなんか関連の言葉らしいみたいな、話がありました。ちょっと深掘りしてないんで、またちょっといろいろ海外のチャットとか見て、なんか詳しいこと分かったら皆さんめっちゃご存知だからいろんなことをね書いてる人いっぱいいるんで、またちょっと時間できたら検索してみようと思うんですけど、プロジェクトオーディンだからなんかその関係の言葉っぽいみたいな、そんな感じで、これさっきね美香ちゃんと会ってすぐにこの話ちょっとしてたんですけど、おそらくそれでねこれ書いてくるね Y2K3 に変わった Y2K3 に変わったんですね。下の文言は変わってないんですよね。そうですね。アクティブ違う、ちょっと変わってるな。変わってますね。メリークリスマスって今出てますよね。その前がまだ出てないんだ。そっか、その前か。そうです。オッケー。はい、でなんだっけ。何を思ったんだったかな。いいや。これが今だね。そう。はい。
まあ OK です。じゃあそういうことで、そうしましたら、はい。次。次いきますね。で、17日、これなんでここに入れたのかな。ウルビーより。急にウルビーが。うん。なんでここに入れたんだったっけ。ウルビーでいいですか？いいです、いいです。入れたかったんだ。あ、こうか、それか。これだ。リノ。そうですね。トラさんのリノ。そうですね。日曜日は17日だ。昨日のライブでフィルは17を着用してました。で、トラさんは17日にネバダ州のリノを訪問するんですよね。リノで演説がラリーがありますね。で、米国財務省はリノにある。偶然ではない。これ超胸熱ですよね。これ来たかなって私もフィルさん17来てたし、これ来たんじゃないかなって思いました。今日の動画でもこの話してましたよ。あ、本当ですか。今日動画3つぐらい上がってて、大した内容じゃないけど、その1個で、リノこの文章の話。あ、本当に。そうかそうか。で、次、トラさんの演説予定。で、こちらちょっとね、時間の計算とか細かくまだしてないんで、ちょっとばっくり午前中ちゃうかなぐらいな感じなんですけど、一応これがまず一番上がぎっしり詰まってるリストがバーッとあって下いてもらって、これ13日もまだっても終わったんですけれども、で、まず最初が16日なんで、今日なので、おそらくこれちょっと時間とかをきちっとチェックしてないんですけど、おそらくまた寝て起きた明日の朝、いつもの感じだと日本時間の8時とか9時とか10時とか、そういう10時とかないかな、8時とか9時とかそういう時間じゃないかなと思うんですけど、でもしかしたらもっと早い時もあるんでね、お昼間とかだったら向こうがもう夜中の2時とか3時とかの場合もあるんで、ちょっと調べてないんで分かんないんですけど、あると思います。あります。でそれがニューハンプシャーで、その翌日がネバダのリノなんですよね、17日。はい。でその次が19日で、これもアイオワですね。またアイオワですね。アイオワばっかりですね。多いですね。はい。という流れになりまして、17日が長期になりますよね。とりあえずね、リノですからね、リノで何するんだろう。まあ、演説で何か言わない言わないにしても、リノに行ってやることはいろいろあると思いますんで、ね。なんか署名したりとかいろいろあるんじゃないですかみたいな。最後演説ついでというか、多分そっちのついでが演説。だいぶ期待してますね。これはちょっと結構期待できるんじゃないですか。17日だし、フィルさん17来てたし、かなみたいなね。かなりタイトなスケジュールですね。すごいですよね。そのところずっとですからね。はい。で、そうしましたらその次リメンバー。こちらなんです。でその17の17日がちょっと注目だよっていうことのもう一つの理由として、12月17日があれなんですよね。旧暦で11月5日なんですよね。でしかも月齢4日の上限の月なんですよね。はい。まあここまでのことが来るかわかんないですけど、ちょっと下下がっていただいて、まあそれがあれですね。12月17日、旧暦11月2日でもうちょっと下がってもらえますか。で下がっても月がそういう形で下がってもらって、もうちょっと下行ってもらえますか。でフィルさん17来てたよっていうで、これわざと立ち上がっ椅子の上に立ち上がってっていうか足乗せてわざわざ17見せてくれたんですよね。普通にしてたらちょっと17こう上上半身が見えないから。そうわざわざこう見せようとしてくれたんですよね。で下下がっていただいて、これも何回もめちゃくちゃ私がこだわってるやつでタイパーさんもいつもこだわってくれてるんですけど、下下がってもらいます。もうちょっとこれね大統領
トラさんが大統領になる時月はこんな形だろうっていう、私は未来から来ましたっていう人の動画なんですよね、これ。私は未来から来ました。で、トラさんが大統領になる時月はこういう形だろうっていう動画なんですよね。三日月、まあちょっと太めなので4日月ぐらいでしょ上限ですよ。17かそうぐらいですね。そうで一緒で、しかもこれさっきのちょっと下がってもらってプレートを見てもらいます。ペロッとめくったら2024年5月11って書いてるんですよ。ありますね。見えます？5月11って書いてるんですけど、でミラーで11。本当だ。11。でちょうどね、なんかね、ちょっと全然私もインスタずっといろいろダンちゃんとか全部見てるんですけど、ちょっともうあれ上げるの本当大変で、時間吸い出すのに時間かかって、で投稿ももう長いとできないんで、もう全然投稿してないんですけれども、でちょうど昨日イバンカさんのやつ見てたら、イバンカさんがミラーボールの前でピッカピカの服着て、もうスカートがミラーみたいに光ってるんですよ。でミラーボールの前でなんかただこうパーティー会場みたいなところでなんかこうシャナリと歩くような短い動画をアップされてて、ミラーを絶対言ってるんですよ。でミラーで何のミラーかなって思ってた後にこれを見て、でこの動画のこと言ってるかわからないですけど、とにかくミラーをなんか示唆してたので、ダンちゃんの最近のインスタとか X とかの動画もちょっと注意して見ておいた方がいいですね。ミラーを示唆してるのがあるかもしれない。いっぱい。でもX もあるし、インスタもあるし、Facebook もあるし。そうでもいっぱいあるから見るの大変だけど。大体同じなんですけれども、インスタが本当に一番絶対全部載るんですよ、他で出してるやつがインスタには。そうだから一番総集編みたいな感じで一番長いし、全部見れるみたいな感じなんですけど、あれですよね、太陽ももう夕日太陽のね、今日のやつね、太陽のやつですね。太陽がやってくるね、太陽がやってくるですね。そう「Here Comes the Sun」ですね。歌がそうみたいなのも出してたし、なんかそれも太陽嵐でのブラックアウトがやってくるってことのしたかなみたいなに思ったんですね。かなと思ったんです。録画はするんですけど、これ上げるのが本当に長いから大変だと思っていつも録画して終わっちゃうんですけど。多分X でも上がってると思いますけどね、ダンちゃん同じの上げてると思いますけどね、多分ね。ではそうしましたら次戻って激励。今日ダンちゃんの X だったかな、ごめんね。なんか水を見よみたいな感じの動画上がってて、水だから噴水が上がってて、確かに映ってたかもしれない。その噴水がライトアップされてる噴水が水面に映ってたような気がする。だからそれをミラーもしかしたらもしかするかもですけど、なんかミラーを多分示唆しようと全員でやってるかもしれない。イバンカさんがそうだったんで、もう確実に何らかのミラーをみんなで合わせてる。絶対そうだと思います。じゃあ次ちょっと激励メッセージいきます。もう皆さんもう疲れだと思うのでこれちょっと元気になるんでビッシュボッシュさんが上げてて、でこれ同じ日に12日の日にスカイさんも上げてて、で音声メッセージだったんですけど、これおそらくこのあれですね、FT オースさんっていうのは人ですね。ステラなんだっけな、ステラなんとかっていうステラのコミュニティのの方でチャンネルステラルーメンのステラなんとかっていうなんかそのコミュニティがあるんですよね。私チャンネル入ってるんですけれども、その人ですね。このFT バースなんていう方はだからそういうこうステラルーメンの投資と投資を進めていらっしゃる方で、おそらくその
の、よくご存知なだけじゃなくて内部の方なんじゃないかなって思うかなっていう人の話だと思うんですよ。この内容からして。で、その方の、音声、めっちゃね、男前声だったんですけれども、ちょっと声聞き惚れてしまったね。で、イケボでしたね。で、でこちら、音声訳読んでいきますね。おはようございます。私は通常月曜日に何かを書くことにしています。今日は私の心の中にある考えを皆さんにお伝えし、先週は何もなかったけれど、もう1週間、皆さんが少しでも安らぎを得ることができるようにと心を動かされたのです。先週は何も起こりませんでした。計画はあります。人間の計画ではありません。それは、絶対的な神の計画であり、この計画は何世紀にもわたって行われてきました。そして自分がその計画の一部であり、自分が選ばれたこと、自分の前に置かれた使命を拾ったことに早く気づけば気づくほど良いのです。そしてあなたが早くその柱で休むことができれば、早くその道を進むという選択に安住することができるのです。そして先週今夜、明日、明後日にはこのことをキックオフさせたいと思っていたのです。しかしそれは私たちが決めることではありません。私たちが決断すべきは持ちこたえることであり、それを、理解するために自分自身に、正直になることなのです。それは私たちが想像したよりもはるかに大きいものです。そしてもし持ちこたえることができれば、もしあなたが喜びを見つけ、幸福を見つけ、平和を見つけ、愛を見つけることができるなら、何があなたに投げかけられようとも生き延びることができるのです。みんな奮闘してきました。みんな問題を抱えてきました。友人、家族、愛する人、家、車、仕事を失いました。楽しいことはないですが、全てが学びのレッスンになります。全てはこの計画において自分がいかに重要な存在であるかを理解できる、この時点に到達させるためのものなのです。人類にとって自分がどれほど重要な存在なのかを理解する時点への到達です。そしてあなたがこの計画に一歩踏み出すとき、あなたが、運命に一歩踏み出すとき、あなたが最初にここに連れてこられた目的に一歩踏み出すとき、目が開かれる、心が開かれる、愛が流れる、平和な流れが生まれる。私たちの時間の中であなたの慈愛の心は変わることでしょう。それが私たちの目的です。それが私たちの願いです。それが私たちの夢でありビジョンなのです。それは私たちの心、今このような時に諦めたりしないでください。成し遂げたいと心に思っていることを手放してはなりません。共に私たちは一緒にこの世界を再建するのです。私たちは絶対に人類の、直面していることを変えるのです。一度に一人ずつ一つの町、一つの州、一つの国、一つの大陸、それは、実現します。すぐに立ち上がってください。強くあってください。恐れないでください。疑わないでシンプルに。あなたは自分が思っているよりもずっと強いのです。私たちは祝福されています。私たちは呼ばれています。そしてあなたはその呼びかけを選んだのです。強くなってこれから起こることは誰にも止められないことを知っていてください。神のご加護を。すごい、もうめちゃくちゃ激励メッセージですごい、もうこの声もかっこよかったし、もうすごい素敵なメッセージだなと思ったので取り上げさせてもらいました。これもフィルさんがね、前回のライブで一番最後に言ったこととほぼ一致している内容になるんですけれども、本当にこれさっき言ってたダンちゃんの微妙かな。ああ本当だあ確かに映ってはいるけど、そうですね、本当ですね。ちょっと微妙かなって感じ。お何がいいなんだろうな、これ。ね。絶対でも本当にこの人たちのやることには絶対意味があるから、絶対無意味にあげないから、絶対何か言いたいんだと思うんですけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、次。じゃあ、ウク終了の話いきますね。はい。でもうちょっといろいろあったんですけどね、ちょっととりあえず、まずこちらから。はい。あれ、私さっきあげるの忘れてた。はい、こちらが、ちょっと短いですけど、これじゃあお願いしていいですか。私さっきのルシアのプー様は今日、ウクでの勝利を宣言した。次のゼレちゃんの公開報復だ。ね、ということでめっちゃ短いですけれども、そういうことでございます。はい、じゃあ次いきますね。私、スペースにあげるの忘れちゃってたので、ちょっと次何でしたっけ？スペース落ちてないです。落ちてはないです。はい。
和平交渉に偽装される。あ、じゃあそれちょっと読んでもらっていいですか。どちらの出来事も直後に起こった。キッシンジャーって言っちゃった。まあ大丈夫。まあ大丈夫でしょ。うん。キッシンジャーの最後のもう死んじゃったし。確かに間違いない。キッシンジャーの最後の一手、ゼレちゃん大統領。画像訳。ウクの報復は和平交渉に偽装されるかもしれない。キッシンジャー最後の一手。これね、もともとこれね、エズラが、去年、違うか。もともとね、これ結構前に出したやつをもう一回上げてるんですよね、これ。7月31日に上げたやつですね。7月31日に、上げたものをもう一度出して、で、それをまた何度も、リツイート、リポストしてるんですよ。なんかすごい言いたいことだと思います、これ、エズラが。そう、最後の一手で、降伏せずに、和平交渉みたいな感じで偽装されるっていう、多分そういう風になるんじゃないですかね。そういう感じになりそうですね。降伏しろよって感じですよね、本当に。はい、じゃあ次。ハンガリー。この人もトラさんと仲良しだから、オルバン。そうですビクトル・オルバン首相ですね。ハンガリーのビクトル・オルバン首相は EU によるウクライナ支援500億ユーロを阻止した。阻止しました。阻止したらしいです。はい、阻止しました。そして阻止が続きますよ。で、次、ゼレちゃんアメリカへ戻ってもらって、で、こちらが、これね、今週の、13日だから、水曜日ぐらい水曜日ぐらいかなに、ゼレちゃん、アメリカ行ったんですよね。で、アメリカ行ってる時の写真がその下にあって、ちょっと読みますね。ボロディミル・ゼレちゃんの、米国上院での写真が公開された。この会合の後、ミズーリ州選出の上院議員エリック・シュミットが、ゼレちゃんは新しいことは何も言わなかったと述べたことを覚えておこう。何にも新しいこと言わずに、ただお金くれって言いに行っただけで、特にそれ以外になんかこういう計画があるからお金くれじゃなくて、ただお金くれって言いに来ただけみたいな。そしたら下がってもらったら、そのなんか議会の、に来た時の、もうちょっとした。何気にここに道真っこね。いるなぁ。見上げてるね。まあそんな感じで来たよって来てなんか喋ったけど新しいこと何も言わなかったと。本当にね、稚拙極まりないこの人たちは。はい。で次でアメリカはウクでその後ねまさかの大どんでん返しでジョンソン下院議長はバイジー大統領によるウクへの2億ドルの違うの開いちゃった。これじゃない、さっきそっちでもいいや。そっちの方が先の方が思ってよかったかなと思ったんで、じゃあさっきそっち行きますね。はい、それじゃあ読んでもらっていいですか。読むほどの内容じゃないけど、ペンギンとカメ。ゼレちゃんがペンギンとカメの前を歩く。彼は自分がどこへ行くのかよく分かっているようだ。ペンギンとカメの前。それがどっちがペンギンでどっちがカメ。ミッチがカメ。カメかな、ペンギンかな。なんかひょこひょこしてる。だからペンギンかもしれない。こっちがミッチがペンギンじゃないですかね。と思ったんだけどな。ペンギンとカメの前を歩いて。他のこれミッドナイトライダーチャンネルさんで確かこれ誰だっけな、まあいろんな人がこれ取り上げてたんですけども、他のチャンネルでもみんなペンギンとカメって言ってたんで、まだペンギンとカメになってるみたいですよ。はい。じゃあそれでさっきの上側の方に戻ってもらって、こっち側が上側の方がこれか。アメリカウク支援拒否か。あれ？
これだね。ああ、そうかそうかそうか。あ、それですね。ジョンソン下院議長はバイジーさんによるウクへの2億ドルの軍事支援策を拒否し、ゼレちゃんは予定されていた議会をキャンセルせざるを得なくなりました。はい。ちゃんちチゃん。ーンですよね。わざわざお金せびりに行ったのに、手ぶらで帰ることになったっていう。ということです。まあ演出でしょうけど。ね、すべてね、映画なので。あれ？ミルク押してしまった。はい。で、そうしましたら、はい。テレちゃんドイツへ。その後ね、なんかね、その直後、なんかドイツ行ってたんですよ。テレちゃん。テレちゃん、だからアメリカでお金もらえなかったから、今度ドイツ行ったみたいだけど、この写真なんかめっちゃぼっち感。誰も、誰からも歓迎されてないみたいな。予告なしの訪問でドイツに到着。本当に行ってるんですかね。これはもう多分なんか、ただもう皆さんに、ね、知らせるためにやってるんじゃないかなって気もしますけど、一応そういうことになってます。めちゃくちゃぼっちみたいな。誰も歓迎してないみたいな。これはもうお芝居でしょ。お芝居だよね。そうですよね。もうこの写真もわざと撮ってますよね。これ、あえてですよね。もうシチュエーションがおかしいもんだって。いつもこんなんですね。ねえ。笑うわ、本当。はい。じゃあそんな感じでゼレちゃんはお金もらえなくて、もう本当にもう終わりです。はい。エズラが何かの投稿でもう逮捕しかないって言ってましたからね。次もうその彼に残るのは逮捕しかないって言ってました。はい。じゃあ次エズラさんの暗い12月まとめ。ダークディセンバー。これじゃあ読みますね。暗い12月トップ記事ということで。これちょっとまたまとめ投稿になるんで、ちょっと先に取り上げたんですけど、下院共和党がついに、バイ G の弾劾調査開始を決議。今週、12月に入ってから起こったいろんなニュースですね。ほぼほぼ、マキナニーさんのニュースをかいつまんでる感じですけれども。で、バイ G が、違う。カリュードさんが合法的な召喚状を拒否したため、共和党は議会侮辱罪の手続きを開始する。で、民主党のエリック・スウォルウェル、議員はカリュードを召喚した司法委員会のメンバーとして、カリュードの弁護士アッペ・ローウェルと協力して、カリュードが議会侮辱罪で召喚状を無視する手助けをした今朝犯罪を手助けし先導した。で次、ファイザー株は、年初来安値を更新しすでに 48% 下落素晴らしいしている。はい。で児童子供ちゃんの売ります買いますで訴えられたエッツィ社は従業員の 11% を解雇。これもありましたね。いろんなところで出てましたね。最高裁はドナルド・トラさんを含む国会議事堂暴動に起因する数百の告発を覆す可能性のある、上訴を審理すると発表。はい、これもありましたね。で、次、ローマ法王フランシスコは自身の墓を用意し伝統を破って、バチの間の壁の外に、埋葬されることを望んでいることを明らかにした。ありましたね。フィリピンはアメリカの複数の州の選挙を、監督しているスマートマティック投票機を禁止した。これは日本も早く、もうなると思いますけれども、どっちにしても。ね、武蔵さんと同じようなことですね。はい、次。で、イギリスでは
停電に備えてろうそくと電池式のラジオを買いだめするよう市民に呼びかけた。りましたねこれもありましたそういえね。ばありましたね。はい。で、ルイジアナ州最高裁の、ブライヒ判事は、不正投票が発覚したルイジアナ州選挙で民主党が1票差で勝利した選挙戦を無効とした。次、ケン・パクストン司法長官、米メディア企業の検閲を共謀したとして米国務省を提訴。ですね。で次、ケビン・マッカーシーが議会を去る。はい。で次、ニューメキシコ州はメタプラットフォームズとその CEO マーク・ザッカーさんを同社のプラットフォームが、子どもちゃんの性的な虐待の、資料配布を可能にして、プレデター、捕食者とされる、ネットワークの特定を怠ったとして提訴。素晴らしい。で次、サウジアラビアのこれちょっと名前読めないんで、もうめっちゃ長いんで、なんとか王子司教。で次、ビン・サルマンさんじゃない、違う、なんか似たような名前でめっちゃ長い名前の人。はい、で次。ヘリコプター墜落したとかなんか全然それだと思う。それ。じゃあ変わりましょうか。じゃあここから買ってもらっていいじゃあ15番からバラみかん食べよミシェル・バマオ夫妻が制作したネットフリックスの新作映画。これね。あります。で、リーブ・ザ・ワールド・ビハインドは、サイバー攻撃によって米国が大停電に陥った様子を描いている。16番。ミズーリ州司法長官アンドリュー・ベイリーが、そろそろさん所有のメディアマターズの調査を開始した。17番。ティム・バーチェット議員は下院共和党監視委員会のジェームズ・コマ委員長に、FF の飛行記録を召喚するように要請。18番。国防総省は今週、テキサス州北部の数カ所で軍事訓練を行ってありましたね。訓練はメトロプレックス全域で空と地上を移動する。19番。中国のサイバー軍がテキサス州の送電網、ハワイの水道事業、西海岸の港湾。西海岸港湾。少なくとも一つの石油、ガスパイプラインなど、米国の重要なサービスに侵入している。20番。でプー様はクラッシュシュアブとその側近を含むグローバリストのクーデターで権力を奪おうとしているため、合法的な軍事目標であると宣言した。ありましたね。ありますね。終わりかな。終わりかな。20番で終わりかな。次違うのなっ違うんですね。本当ですね。どこまでですね。本当ですね。はいはい、ありがとうございます。ということで、この辺がまとめでしてくれてもね、壮大な激しく、まとめですそうですよね。激しく絵面さんの投稿がもうこのところ多いので、はい、じゃあ次。これもちょっと関係ないんですけれども、今日は記念日で、これなんか知らないんですけどね。香織さんの風船が出てる。風船出るんですよ。風船誕生日の人ですね。ですよね、これね。下下がってもらいます。画像だけもらいますね、そうなんですよ。で、これ本当に出るんですよ、美香ちゃん。今も出るんですか？出ます。ほら。なんか誕生日を今日に設定したことがあるとか？なんかしてないはず。なぜ今日にする必要があるのかなって気がするんでするとしても。私なんかもう自分の誕生日入れたくない時はもう普通に1月1日とか、なんかそういうのにすると思うんで、今日なんかに入れるはずがないんですよ。12月16日とか。12月16。誰かの誕生日とかでもないし。なんでもない日ですよ。私は出てない。なんでだろうと思って、だからやっぱり今日は99回記念の記念日だってことで、そういうことですね。なんだろうなと思ってちょっと気になったので、はい。じゃあ次。どうしようかな。フィルスさん、行こうか。順番通り行きましょうかね。ちょっと長くならんやないようにしないと、その後のね、あれが
RV 関連のやつが結構控えてるので、それとも RV 先先やっちゃった方がいいかな。最後にゆっくりフィルでさんフィルさん一番最後に残しそうかなと思います。まあちょっとじゃあ RV に行く前にそれ以外でこのエズラさんのやつも結構多いので、これもちょっと後回しにしてじゃあ一気に下に行って、じゃあちょっと米国際冬季スタートから行きますね。はいはい。そこから行きますね。RV 関連っていうわけじゃないんですけれども、ちょっと先に言っときたいなって思うのだけちょっと上に上げてるんですけど、こちらですね。はい、じゃこちらが速報世界的な大転換。報告によると26兆ドルもの巨額な米国債の投機が進行中とのこと。それすごいですよね。そうなのかな。すごいですよね。これもう本当にすごいことです。まあ15日がねいろいろ期限だったはずなので、そういう意味ではありえるんじゃないかなと。でこれは世界経済とドルの将来にとって何を意味するのだろうかということで、ね、ビガちゃんがついに3度目作戦実行に移されるのか、まさに本当にそうじゃないですかこれって思うんで、ちょっといろいろ進んでるんじゃないですか。もしかしたら水面下で進んでるはずだと思いますよ。はい、じゃあ次でドルは大幅で、今の話に伴ってか伴わないかは多分伴ってたと思うんですけれども、で今またねちょっと円高にもなってきてますのでね、でドルは下落幅を拡大4年4ヶ月ぶりの安値を記録。ドルは2ヶ月で7月以来最大の下落を記録した。ブルームバーグドルスポット指数は木曜日に 0.8% 下落し、8月以来の最低水準となった。米国の政策当局者が水曜日に金融緩和のタイミングを検討し始めたと述べた後、下落幅は拡大した。ユーロとイギリスポンドは各中央銀行が金利を据え置いた後、対ドルで1% 以上上昇した。中国人民元も 0.9% 上昇したということで、はい、そういう、今の話と連動するんじゃないですかねと思ったのでここに置きました。じゃあちょっとまた話ちょっと変わりまして、これも気になりますね。元 FBI。じゃあはい、お願いします。これは作り話ではない。ロシア共謀デマでトラさんを陥れた元 FBI チャールズ・マクゴニガルが自分自身がロシアとの共謀でまさかの有罪判決。そのことです。笑いますよね、本当。笑いますよね。で、リンク先の記事の一部の訳です。ロシアゲートに関与した元 FBI 捜査官が刑務所に送られる。トラさんに対するロシアゲート捜査に関与した元 FBI 高官が外国共謀罪で木曜日に有罪判決を受けたとワシントン・ポストが報じた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、マクゴニガル氏はマンハッタンの裁判所で連邦刑務所で約4年の懲役と4万ドルの罰金を言い渡されたという。元 FBI 捜査官チャールズ・マクゴニガル氏は8月、秘密の支払いと引き換えにロシアのオリガルヒを援助したとして有罪を認めた。というね。どんな茶番だよってね。本当に笑いますよね、これ。とんでもないですね。自分がロシアと共謀してるくせに逮捕されましたっていう話です。はい。トラさんのことあんだけ言っといてみたいな。次、これも気になる内容なんで、ちょろっと気になるんで、ローマ法ですね。もう別にローマ法がどうしたこうしたじゃないんですけれども、出てくること自体が気になりますよね。やっぱりここら辺も多分それもね、よくわかんない、ちょっとしたことなんですけどね。暗闇とこれは連動すると思うんで、これ最近エズラじゃったかな、誰かも言ってたんで、なんかやっぱその暗闇の時にローマ法王の死は来るんじゃないかなと、そこはやっぱり、近々来るのと連動することになるんじゃないかなと思うんでですね。はい。一応言います。ローマ法王を担当する外科医が詐欺の疑いで調査される。ローマ法王の手術を2度とした
イタリアの一流外科医が不正疑惑の報道を受けて検察当局の捜査を受けているとローマのジェメリ病院が木曜日に発表した。ということでね、別にこの大したニュースじゃないんですけれども、まあ、出てくること自体が、こういう感じで出てきているっていうこと自体がもうすぐ死亡フラグ立ってるのかなみたいな感じがしますよね。その手術が失敗して死亡とかなんかそういうフラグかなみたいな感じがしますよね。はい、じゃあ次 J6。これさっきの話で出てきたからよかったかな。いいや、一応言いますね。でさっきのやつで出ましたね。米国最高裁判所はトラさんを含む数百人に対する議事堂暴動容疑を取り消す可能性のある裁判を審理する予定だということで、ね、これもうすぐ、これも来そうですね。素晴らしい。はい。じゃあ次、メディアは必死。これは笑いますね。笑います。じゃあこれお願いします。メディアは次の選挙でトラさんが勝利すれば世界は終わりを迎えると警告している。彼は将軍を暗殺し、ホワイトハウスの訪問者を射殺し、ファーストレディーを殺害し、憲法を停止し、民主主義を殺し、司法省を破壊するだろう。するかいな。なんでってメディアが言ってます。メディアが言ってるらしい。まだこんなこと言ってるんですね。まだこんななんか逆戻りしたみたいな物言いですよね。わざとなのか、すごい意外でした。ね、わざとそういう風にしてるのかもしれないし、ですよね。はい。です。じゃあ次はバイジー弾劾調査開始。これまあ結構前の今週の頭の方の話ですけれども、こちらが米下院はバイジーに対する弾劾調査を正式に開始することを可決されたんですね。もうこのなんかドンドンって叩くのがめっちゃすごい素敵ですね。ね、私もいつも思ってます。はい、じゃあそうしましたら次、これドンドンってじゃあ次で狩人さん、お父さんは関係ない。あ、今のあれでしたっけ？これ221対これが200。そうだ。後で出てくるんでした。私それ上げてないな。上げてない。これが何気に。そうですね。進んじゃうの。ちょっと待って。よいしょ。止められない。あれ止まんないな。止まんないですね。止まった。これがここがね221対212なんですよね。可決されたのが。なので55なんですよね。そう55なんで5対5。5対5っていう。そう。それそれだけなんです。それ別でありましたね。してなかった。はい、じゃあ戻りまして55です。で次ハンター。こちらが狩人さん。私の父は金銭的に関与してない。でさらに狩人は宣誓証言への出席を拒否しており、彼を召喚した会員委員会は違法であると主張しているということで。おいおい。これね、もうハンターちゃうし。もう誰あなたって感じ。そうなんちゃう。本当に。はい、ということで。この人全然似てないです。似てないね。ちょっとあまりにも似てない人連れてきすぎですね。お目覚めのためじゃないかと。お目覚め誘引のためじゃないかと思います。はい、そうしましたら。挟む？もうちょっと行きましょうかね。じゃあ次プー様。勝負。はい。じゃあちょっと一応今からはちょっと人物ごとの話に入りますが、はい。一応プー様から。でプー様じゃないやつも入ってますけども、一応プー様から。はい、じゃあ読みましょう。はい。プー様はクラッシュ・シュワブとその側近を含むグローバリストはあれこれさっき読んだ？あれ？読んでない。プー様はクラッ
ス・シュワブとその側近を含むグローバリストは、グローバリストのクーデターで権力を掌握しようとする恥知らずであるため、合法的な軍事目標であると宣言した。これは結構すごい発言ですよね。もうだからもうそこら辺と戦争しようと思ってますよっていうことを言っていると。はい。ということです。じゃあ次。これはロシア、もうインド、これいいや。次。じゃあロシアの金準備いきます。じゃあこちら。ロシアの金準備が新記録を達成。ロシア銀行が発表した最新のデータによると、ロシアの金準備高は11月に1519億ドルに達し、金額ベースでは過去最高を更新しました。っていうことで、すごいですよね。進んでますよ。ロシア金準備が。最高記録ですね。中国もずっと最高記録って言ってますよね。毎日のようにね。はい。次はちょっと話変わりますけどって感じですけど、プー様のところに入れていいものかどうかっていう内容ではあるんですけれども、ちょっと気になったので、ロシア関係だからここに入れました。北朝鮮はロシア人観光客を自国のリゾート地に迎え入れ、両国間の新たな旅行ルートを確立したいと考えていることをロシア当局が発表したということで、ね、北朝鮮がリゾート地になるすごい素晴らしいですよね。そうなんですよ。行きたいとか思って行きたいなと思って、ロシア人のためにっていうことですけど、行きたいなと思いました。はい。じゃあそれで次。私の声で話すのは私しかいない。でね、この時の件ね、みゆぽうさんがめちゃくちゃ詳細にいろいろまとめてくれてたんですけど、すごいですよね。めっちゃ面白かった。すごい全部翻訳してくれたんですけど、ダイレクトラインのところですよね。そう。で、あれですね。ちょっと私がX 投稿ができてないので、この内容だけ、絵面の分だけいきますね。これお願いしていいですか？はい。プー様はこれでいいですよね。そう。プー様は AI によって生成されたサンクトペテルブルグの住人からたくさんのボディダブルがいるのは本当かと質問を受ける。プー様はこう答えた。私に似ていて、私の声で話すのは私しかいないと決めているそうですという返しをしたということで、はい、でももう認めているようなもんだと思うんですけど、はい、そういう返しをしましたよっていうのがちょっと取り上げられてました。はい。でこちらで、じゃあ次クリス・ミラーさん。ちょっと挟みます？チャット。もうちょっと言ってからにしますね。秘密のオペレーション。こちらが、テキサス上空を飛行する、軍用ヘリ秘密のオペレーション暗黒の12月ということで、なんか起こってるみたいです。いろいろね、クリス・ミラーさんがいろいろこういう系のやつ上げてくれますよね。はい、じゃあ次、今にわかる。これちょっとね、もっと詳細な話が実はあったんですけど、ちょっと私上げてないんで、これもクリス・ミラーさんが上げてて、今にわかるだろうということで、でこれね、このプーさん全然違いますよね。明らかにね、別人ですよね。でこれあれですよね、海外のチャットで、ロシアの方がもうロシア人はみんな認識してるよっていうようなことを挙げてたの、美香ちゃんがテレグラムに上げてくれたんですけど、そうなんですよ。そうなんだね、みんな分かってるよってロシアの人は、みんな分かってるよってロシアの人がチャットで上げてらっしゃった感じです。でも別人ですよね、明らかにね。並べてみると本当に別人。もう完全な別人ですね。もう本物は本当に目鼻立ちがはっきりしてて、なんかもっとキリッとしてます。なんかギラギラしてる感じですよね。なんかね、ギラギラしてる感じ。じゃあ次。はい。こちらがフロリダ州のゼレちゃんの家は子供たちが行方不明になっている地域と同じ場所にある。これとかいろんな人が挙げてたので、ちょっと一応取り上げました。らしいです。フロリダなんでね、ミキちゃんのところのお膝元のところですね。はい。じゃあそうしましたら、スカイさんまで行ってからちょっとチ
ちょっと挟もうと思います。じゃあスカイさん13日。はい。でこちらがミカちゃんが、ウルビーチャンネルからですね、翻訳を違うに書き込みをされていた、スカイさんのスカイさんの30分弱あった方のね長い方のライブの件をの翻訳をしてくれたので、これお願いしていいですか？長いですけど。はい。パニックにならないで。ブラックスワンイベントが差し迫っており、戒厳令による2週間から4週間、戒厳令により2週間から4週間閉鎖され、家から出られず、買い物もできず、外出もできないというメッセージや投稿をテレグラムで聞いています。余分な薬、食料、現金などを持っておかなければならないと。これを少し現実に考えてみてください。そうなると思いますか？わかりません。48時間完全にシャットダウンしてみましょう。試しに48時間完全にシャットダウンしてみましょう。インターネットも通信もテレビも何もありません。すべてがオフです。その48時間の間に何が起こると思いますか？高齢者はコミュニケーションも取れず、食べ物もなく、誰も家から出ることができません。誰も家から出られなくなったら、誰が彼らを助けたり支援したりするのでしょうか？そして介護を必要とし、仲間が必要な障害者は、保護施設にいる動物などなど、これは48時間のほんの一例です。その間に多くの人が亡くなるでしょう。現在、全世界の大多数は何が起こっているのか、全く知りません。2週間から4週間買い物に行けなかったらどうなるか想像できますか？お腹を空かせた小さな赤ちゃんは？そこで論理的に考えてみましょう。前回のロックダウンを経験した時も、買い物に行ったりコミュニケーションを取ったりすることができました。彼らが全てを完全に閉鎖したかどうか想像できますか？人々は何が起こっているのか全く分からず、文字通り自殺してしまうでしょう。2012年に世界の終わりだと思って何人の人が自殺したか覚えていますか？もちろん一部の店舗は営業しています。そうに違いありません。病院やガソリンスタンドなど、彼らが数日間電気を止めたらどうなるのか想像できますか？呼吸器や電気を必要とするその他の活動を機械に依存している人々はどうなるでしょうか？この暗闇と戒厳令の10日間とは、私たちはすでに数年間戒厳令下にあります。ね、そう言われてますよね。もうね、すでに、バイ G が就任した時からずっとね、戒厳令状態だっていう、緊急事態状態だっていうことですよね。これは人々が言っているようには起こりません。余裕があれば食料や水を追加で買っても構いません。彼らは地球全体を閉鎖することはできません。それはできません。闇の者たちが大量の人口を排除するイベントを計画していて、同盟アライアンスがそれを阻止したと言われていますが、もし彼らが全てを閉鎖したら、それは闇の者たちがやったのと同じようにネガティブなイベントになるとは思いませんか？さあ皆さん、恐れるのはやめてください。万が一に備えて余分な食料を購入したり余分なものを持ったりしたい場合はそうしてください。ただしビジネスはストップしません。軍は必要な地域の清掃を行う予定ですが、発表しているほど劇的なものにはならないでしょう。でもっと早く戒厳令が来てたとしたらもうすごい、ね、闇の人たちが暴れ回って危ないから家にこもらなきゃいけない時間がなくなるよって言われてたけど、もう今ここまで長引いてスタートなので、ね、そんなもうほとんど大物たちはもう粛清済みなので、もうそんな大変恐ろしいことにはならないだろうっていうふうに言われてますよね。今週末15日の金曜日になると言及しているものも、なると言及している情報もいくつかありますが、わかりません。彼らはそれが起こるだろうと10年以上言い続けてきました。そして私たちはまだそれを待っています。防空壕を建てた人さえいます。
落ち着いてリラックスしてください。すべて問題ありません。もし彼らが田舎に住んでいれば、彼らはもっと落ち着くでしょうが、私たちが必要とするものはすべて軍が援助してくれるでしょう。私たちは自分自身の現実を想像していることを忘れないでください。彼らは地球を救うために来たのであって、全員を殺すためではないので安心してください。人々がこの種の情報をアップロードすると、他の人が恐怖で反応し始めるので、私は好きではありません。ただ論理的に考えてください。注釈ですね。人々がスカイさんに寄せたコメントの一つは、人々を助けるためにロックダウンの前に RV が起こるべきだというもので、スカイさんはロックダウン中に RV が起こるとも言われており、誰も知らないし、誰もが推測していると付け加えました。なんか今最近そういう話が結構主流になりつつある感じですよね。もともとはね、絶対 RV が先だって言われてたんですけどね、今なんかそうじゃなくなりそうな感じの話が多いですね。で、またスカイさんのお話に戻ります。で、量子システムへの切り替え、接続には30秒もかからないと聞きました。したがって、その短い時間だけが必要な場合は、地球全体でそれを達成するので、複数の地域で同期して実行できます。それは全て恐怖戦略が起こったものであり、確かに何らかの閉鎖が必要かもしれませんが、そうではありません。かもしれません。そして一部の場所では、これを別の形で経験するでしょう。汚職が増えて逮捕が必要な地域を指します。などなど。インターネットが長期間遮断されたら、絶対的にインターネットに依存している人たちはどうなるでしょうか。彼らは直接買い物をするのではなく、すべてオンラインで注文します。これ後半もありましたね。まだあります。これ前半は終了。まだあります。下に繋がってない。じゃあちょっとそこまでしか私が開けてないかもしれない。そっか。じゃあ終了。それで。本当にまだあった？後半もありますね。そうだったんですね。大丈夫だったかな、OKです。ここまでで。現実的に考えましょうっていう感じです。そうですね。すごい具体的、イメージもちょっとね、具体的に皆さんが考えるようにということで。15日あたりからロックダウン、ブラックアウト、お店も学校もすべて閉鎖されるよっていう情報がいろんな人から出てきてたんですよね。アンミエルさんとか、あとキャプテン・マーベルさんとかもいろんな人から出てたんで、いろんな人が音声上げてたんですよ。でそういう情報をスカイさんが全部分かってて、それでこの動画上げたんですね。でもいずれにしてももうちょっとずれてるだけであって間もなく起こることであろうということなので、皆さん今後のこととしてね受け止めておいた方がいいことないのかなと思いました。じゃあ次9日の動画ですね。こちらが9日、そうか、前回のこの YouTube ライブの時にスカイさん上げてましたよっていう話が出て、でそれを遅れて私がその翌日ぐらいに字幕つけて投稿したんだ。でその内容ですね、先週ちょっと話が出てって見ましたよっていう方からちょっとこんなこと言ってましたよみたいな話が出てきてたやつですね。でこちらなんですけどあれですね、12月のクリスマス、その前、この話の前の時点ではクリスマスまでにスカイさんがメドベに入る手順を、入ってビフォーアフターとかも全部映し出されるような形でライブ中継するよっていう話があって、でそれの件のアップデートの内容だったんですけれども、でこちらが今週
これ、先週の土曜日の話なので、今週の、水曜日か木曜日ぐらいにより詳しい情報を入手する予定だっていうことで、この時の時点では17日、日本時間の、これは、17日っていうのがオーストラリア時間での17日なので、計算すると日本時間の17日明日の朝9時頃、はい、そうです。朝9時頃にメドベの、手順を紹介するライブストリームが行われる予定があるよという、でもこれはあくまでも予定で今聞いてるだけだから、そういうこうなんだろう、目標日みたいな風に思ってくださいねっては言ってたんですけれども、でもそう言いながら結構具体的な日間まで出てきてたっていう状況で、読んでいくと、詳細は実際のライブが行われるまでもしかしたら前日ぐらいにならないと分かんないかもしれないと言ってました。で、自分には水曜か木曜ぐらいに情報が入ってくるかもしれないけど、それでも入ってきても言えないかもしれないから、直前まで言えないかもしれないし、ちょっと分かりませんって言ってて、で、RV、人道支援のための資金のリリースについて驚くような話を聞いているって言ってました。で、びっくりするような話を聞いたけど、今はちょっと言えないって言ってました、この時の時点で。で、これからの数週間はエキサイティングなものになることでしょう。で、地球が5次元に移行するよという。だからここからの数週間すごくエキサイティングなものになるので、シートベルト締めてくださいねって言ってて、でもそれっていうのが今起こってることっていうのが、26,000年に一度のイベントなので、それを楽しんでくださいと。あれですね、宇宙でいうとこの1シャルですね、今。で、ライブの配信はスカイさんの YouTube チャンネルでのみ行われるってことに決まったそうです。前のね、先々週かその前ぐらいかなに言った時の段階ではなんか複数のね X とか Facebook とか全部いろんなチャンネルで行われる形になるって言ってたんですけれども、スカイさんのこの YouTube チャンネルのみで行われるってことになったということで、なんかこの時言ってたのかな。だからもう見たい人だけ見たらいいし、見たい人に勧めてくださいっていうようなことを言ってたと思います。で、だからもう言ったらだからもうね、情報を知りたい人は自分で調べてくるからっていう風なことになったのかなっていう風に思いました。で、だからその人にそういう知りたがってる人がいたら勧めてくださいねって言ってました。で、召喚センターでこれまた別の話でその後これすごい長いライブで Q&A だったんですね。最初そういうちょっとインテリ的っていうか、そのお知らせ的な話をした後ずっと長い Q&A でいろんな話をしてたんですけれども、あらかたよくして分かってるような、もう今まで聞いたことあるような話だったんですけれども、ちょっと気になったことだけちょっと略したんですけど、銀行にで9分が配布される予定ですかみたいな、なんかそういうこと聞いたんですけどみたいな確か質問で、なんかそれはそういう話もあるけどそうじゃないんじゃないかなって言って、で召喚センターに9本の荷物が届いてるっていうのは聞きましたよって言ってましたね。だからやっぱり召喚センターでだと思います。はい。なんか銀行の人にそんななんて言ったかな、ちょっと取り扱いできないんじゃないかなってスカイさんは言ってました。で、あとトンネルの子どもたちの救出はもう終わりましたよって、ちょっとそういう質問があって、それ私結構もうこの中で一番使命で、それが一番素晴らしい情報だなと思いました。他でも言われてましたけどね、スカイさんの口からそういう話が出たので。で、これが終わってその後、これまだ先週の土曜日の話なので、その後何回か、動画が上がったんですよね、まだね。で、さっきの話とかで上がって、で今日の
今日また昨日その2分半ぐらいの動画の中では言ってたのは、結局のところもまだわからないと。その17日のライブストリームの件はまだわからないからあるかもしれないけど、もしなかった時のために一応年末の挨拶しとくねみたいな内容だったんですよね。だけど、もしかしたらあるかもしれないし分かりませんっていう内容でした、今日の時点では。もうね、明日あるとしたら明日の朝9時、で日本時間で、っていう話がもともとあったので、時間が変わってあるかもしれないしないかもしれないし、ちょっとまだわからないけど、いずれにしてももしその別の時に言ってたんですけど、もしその日がものすごい期待してる人もいるかもしれないけど、なかったとしても、それは単にライブが行われないっていうだけで計画がなくなるわけじゃないから、だからもうそこだけにフォーカスして落胆したりとかしてジェットコースターに乗るようなことないようにしてくださいねみたいなことを言ってました。はいね、だから計画がなくなるんじゃなくて、そのライブがなくなるだけだから計画メドベが公開されるっていう事実は変わらないから、それが早いか遅いかだけの話だからっていうような話をしてました。はい、もう嘘でも何でもないのでこの件は。はい、ということですね。はい、じゃあ今んとこもう YouTube は年末の挨拶もしてしまったから、もう動画はもしかしたら上がらないのかなと思って。これが最後って言ってました。だからですよね。動画は最後って言ってて、だからチャットの方もチェックしてて、なんか新情報上がらないかな。メドベッドの方も通常のチャットの方もチェックしてるんですけど、今のとこ上がらないですね。新情報今のところないです。はい。な感じですかね。ですね。はい。ではチャットの方に行きましょうかね。チャット行きます。ちょっと行きます。はい。でスペースの方で今リクエストされてる方がいらっしゃるんですけど、今ねYouTube の方と一緒にスペースの方もやってるので、ちょっとスペースの方からのリクエストにお答えちょっとできない状態なので取り下げお願いします。はい。で質問事項などあれば右下の吹き出しマークのところをクリックしてもらって、そこに書いていただいたら YouTube のライブが終わった後にスペースの方に時間取って質疑応答しますので、そちらに書いておいてもらえますか。お願いします。はい。でチャット読んでいきます。はい。タイパンさんすごいじゃん。ゆうさんライブ本当に感動しました。ボンバラボンさん、かりさん、みかさん、こんばんは。こんばんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。太郎さん、今日は僕も含めた視聴者の皆さんが知りたい項目が目白押しですね。いっぱいいろんなことがだったら嬉しいです。そう言っていただけると嬉しいですね。ロロナゾロさん、お久しぶりです。こんばんは。ヒルさんの動画ありがとうございました。皆さんやっぱりもうすっごい衝撃的でね、内容は本当にね素晴らしかったです。タイパンさん、マボスさん、こんばんは。いつも情報配信非常に助かります。ありがとうございます。こちらこそ。リンさん、こんばんは。楽しみな週末ですね。スカイさんあるかなみたいな、それあったらすごいんだけどな、どうなるかな。0202メイさん、マボさんすごいです。八福さん、こんばんは。今から追っかけます。みーさんはじめまして。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。マボさん、旧公式テレグラムにも載りました。こっちは微妙な内容ですが。旧公式テレグラム。どれだろうな、わかんないな。旧公式テレグラムなんでしょうね。太郎さん、旧クラックじらしますね。じらしますね。本当にもう。ゆゆここさん、私も0000のスクショ撮りました。結構いらっしゃるんですね。すごい。かおりさんもだったんですね。そう。
私は本当に撮りたいなとは思ったけど、本当に撮ろうと思った瞬間もう3秒前だったから、うわやべえと思ってパシッと押したらちゃんと撮れました。伊藤なのかさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。今週はきっと来る。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 うん、きっと来る。きっと来ます。きっと来ます。で、マボスさん、引用リツイート以外で、いいねが来てるってことは、普段から見てもらえてるということですね。そういうことです。そういうことです。本当そうですよ。一番の勲章です。本当そうです。毎日続けてよかったです。本当ですよ。素晴らしい。王さんは本当に頑張ってる。素晴らしい。太郎さん、9クロックの最終的な着地点はどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。それは誰もが決めると思いますね。020もうなんか狼少年みたいになってきててね、なんか信じなくまたどうせね来てそこ到達してもまた伸ばすんだろうみたいな思っちゃってるけど。ルナイクリプスさん、こんばんは。お邪魔します。17を車のナンバーで最近よく見ます。T4 勢かな。私も結構というか今までで3人ぐらい見ましたね。3台ぐらい。17。なんか1月1日が誕生日なのかなとかね。タイパーさん、旧暦も11月5日。旧暦。そう、17日が、そうなんですよ。直樹直さん、ユリウス暦の17日、12月30日、大晦日。そうですね。そうですね。そうなりますよ。30日ですよね。31？ 30ですよね。の方が安い気がしますけど。旧タイマーも26日。そうですね。東部時間22時まで伸びちゃってます。いやー、でもそこまで引っ張られては困ります。そこまで引っ張られては困りますので、そうじゃないと思いたいです。はい。吉川秀明さん、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイパーさん、ダンちゃんの噴水に映っていたのはバットマンのマークは見ましたが。バットマンのマーク映ってた？あれで？タイパーさんが送ってくれた。バットマン自体のやつも、今噴水のやつでもバットマンが出てきてたってことみたいな。噴水のやつでもバットマン出てきたんですか？っていうことじゃないですかね、今の話だと。わかんないです。もう一回見てみます。リッキーワンコさん。クォンタムステライニシアチブ？イニシアチブ。そうそうそう。QSI？ そうそうそう。それさっき私言いたかったの。そうそう。なんとかバースさん。そうそう。はい。チャンネル名です。そうです。イニシアチブ。そうです。はい。マゴさん。ちなみに1月7日は12月25日です。やはり22日当時27日満月がポイントかと。そうか、次。そうだよね。当時なんですよね、22日がね。そこも絶対なんかありますよね。何かの。はい。あると思います。1月7日はユリ暦です。ボンバラボンさん。ボンバラボンさんって名前面白いですね。ボンバラボンさん。響きがいいですね。米国債務時計にザ・グレーター・ウェイクニング。出ましたね。そうですね。というメッセージが出ていて、もうエンディングなんだなと思いました。そうです、本当に。っていうかもうフィルさんがあれを言ったこと自体がもうエンディングなので。だから、Q の秘密を絶対明かしてはいけない秘密を明かしていいっていう、GO が出たっていうのはもう終わったってことなんで。いや本当そうです。それも含めて、原点に書いてる感じしますよね。そうですね、本当に。マボスさん、27日は足して9。9は日本で9から始まる。なるほど。直樹直さん、2019年末に全て終わってますからね。信じられないですが、今見ている情報はできる限り多くの人間を自ら目覚めさせるための壮大な映画だと思っています。本当その通りです。それはもうフィルさんも何回も言ってます。はい。そうです。ここももさん、はじめまして。冬休み明けに恵比寿があれば休みが伸びて喜ぶ人続出とか。冬休み明けに恵比寿って東海恵比寿？違う？わかんない。
タイパンさん。これこれ違う何の指さ何の指さだろうな。タイパンさん、債務時計の、US ナショナルデプトが34兆ドルになるのが27日頃。ああ、なるほど。膨らんでいって、なるほど。と言われてるんですね。ここまさんわざと、はじゆくさん。ある意味世界を刷新する意味で、トラさんは世界というか、いろんなものをぶっ壊してくれると信じてます。いや、本当そうですよ。もう壊してくれてます。いろいろ。リッキーワンコさん。ダンちゃんの噴水の映像、タイムライン43秒の噴水立ち上がり面中央にバットマンマーク。あ、バットマンマークだったんだ。そうなんですね。だったんですね。ね、途中からブワーっと大きくなってるとこまでさっき見たけど、その後あったんだかもしれない。なんか43秒ですもんね。長いですもんね。小林悟さん、来週一気に進んでほしいですね。いやー、もう進んでもらえないと困ります。本当に困ります。直樹さん、北朝鮮実はめっちゃ裕福らしいです。そうですね。そうです。極貧生活してると思ってるの日本くらいじゃない。そうです。そう。本当そうです。メディアによるプロパガンダ。ようあいさん、こんばんは。いつもありがとうございます。100回目は本当にお祝いになりそうですね。ね、そうですね。もうシャンパンですね。100回目はもう何があろうと。まなちゃんありがとう。ありがとうございます。こんばんは。今夜もみかんスイカさん応援してます。ありがとうございます。ありがとう。ようささん、はじめまして。はじめまして。先週からテレグラムに参加させていただきました。ありがとうございます。ブラジル在住です。ありがとうございます。確か先々週の債務時計にブラジルの選挙も向こうに持っていかれたと出ています。ありましたね。あった。昨年の大統領選挙のあからさまな総裁校、現行政権やりたい放題、半年で債務超過となり、ちくわも強制化の動き、ブリックス云々と外では言われるようですが、国内は大変なことになっています。ねえ、本当ブラジルね、テレグラムのねチャットに他にもブラジルの方何名かいらっしゃるんですけど、皆さんそのようにおっしゃってます。本当にもう嫌だ、ブラジルは本当に嫌だって皆さん言ってます。ちこうさん、かおりさんのお知り合いの白ぶどう情報ありますか？白ぶどう情報ね、今日ちょっとお話しするなんかやり取りはしてるんですけど、報道の話が今のところはないかなとちょっとおさらいしてみますね。続けてください。日本の DS のお掃除もかなり進んでいるようですが、これからどうなるのか情報あればお願いします。はい、そうですね。特にそうですね。はい。カズさん、ディナールの RV の話が出てから21年。もういくつ寝るとRV みたいな。リボンちゃんさん、かおりさん、みかさん、こんばんは。こんばんは。皆様こんばんは。今夜もお願いします。よろしくお願いします。はい。では次行きましょう。一応ちょっとじゃあちょこっとだけなんですけど、その白ぶどう情報の一部なんですけれども、一言だけですけどね。なんかね偶数月と奇数月、食べても美味しいよ。今日のやつすごい美味しい。偶数月と奇数月では時間の流れの動きが異なるらしいんですね。日本の伝統的な視点で言うと、で偶数月と奇数月は違うと。で奇数月は初旬から活発、偶数月は10日以降からゆっくり動くっていうのがあるらしいです。ちょっとそれは日本ではそういうのがあるらしいです。はい。で12月なので、12月は偶数月なので10日以降からゆっくり動いていくらしいです。美味しいですね。硬すぎず柔らかすぎずで結構柔らかい。結構柔らかい。ちょうどいいよ。私はすごい好きな感じ。RV は T4B まで流れたら T5 は24時間後に開始しなければならないという規定があるので、来週の動きはよく見といてくださいっていうふうに言われました。で
ね、なんか T5 は1月だとかいろいろなんか話がありますけれども、一応そういう規定があるっていうのがちょっと新しい情報かなと思います。24時間以内に T4B まで流れたら、24時間後には開始しなければならない。それは素晴らしいですね。それね。規定がある。規定があると。で、今月は、ね、年末なので、いろいろ世の中の動き情報量も増えるでしょうねみたいな、そんな感じです。はい。はいね、ちょっとたくさんの情報があれば投稿しようと思ってたので、今回はこれ以上ですね。はい。そうしましたら、お話戻しまして、はい。じゃあちょっと RV 関連の話に入る前に、ちょっとじゃあグアニーン15さんのブログをちょっと挟みたいと思います。はい、ブログからいきます。はい。でこれがね、前回のアイオワのブログの方開いた。ブログ、うん。違っちゃった。載ってないんだ。いいです今のやつで。もう、ブログここだけ読もうと思って今日は。はい。はい、すみません。で、で、アイオワでの演説についてトラさんの話があったんで、これがね、アイオワ州で演説しました。で、これ皆さんにメリークリスマスをお祝いしたいと思います。でもこれは I want to wish everyone a very merry Christmas。very merry Christmas です。はい。ということです。はい。ということで、ね、ベリーメリークリスマス。で、まず最初に言ったと。もう今年のクリスマスはやっぱりちょっと普通と違うっていうことを強調されたんじゃないかなと思います。で、ただしまだ、普通でしたらクリスマスが近いので言う言葉でもあります。ただしまだ10日間以上あります。そして最初になんでこのようなことを言うのかと思っている人はアメリカでは多かったです。っていうことですね。じゃあまあやっぱり理由があって言ってるっていうことです。でこのちょっとまあ後でじゃあここに書かれてるやつは後で背負っていけばいいのでちょっと読みますね。この内容はウルバリン氏が今回通貨リセットで古い社債を持っている人たちに支払う世界で一番資金を配る担当者の弁護士とウルバリン氏が話した内容です。ウルバリンの、総括最大クジラペイマスター弁護士とウルバリンが会話を交わし、このクジラペイマスターは、素敵なクリスマスになりそうだと言いました。明日これを解放するために別の国とミーティングします。最高のクリスマスになると確信しています。過去このようなありますね。過去このような情報はほとんどの動画やテレグラムのメッセージを出している人たちが言っています。その中でも一番びっくりした人はサイモン・パークス氏です。で、っていうふうに言ってました。で、あとサイモンさんの、そうか、ちょっとサイモンさん久しぶりにそうですね、テレグラムあんまり投稿されてないんでね、一応入ってきたらアラーム設定はしてるんですけどね、あんまり最近ないですね。で、彼は通貨リセットがかなり近いといったことは今までないのですが、昨日の動画で通貨リセットはとても近づいていると話していました。で普段言わない人が言うのはちょっとね、気になりますよね。でそしてこの情報は必ずトラさんや彼のスタッフたちにも流れているはずなので、この皆さんにメリークリスマスをお祝いしたいと思いますという文章を、ヒントとして一番最初に言ったのではと思っています。そうですね。そしてもう一つトラさんが言った内容もヒントだと思う会話がありました。ジャック・ストロー氏がこのような情報を出していました。トラさんは演説中にオーストラリア人男性と会話しました。私たちは彼を採用します。彼は中心的なキャストです。聴衆の中でオーストラリアについて話しています。で、オーストラリアはニュージーランド、太平洋諸国、メキシコ、カナダとも米国王国 N1 の一部となります。そう言われてますね。南米とアメリカと、オーストラリアとか太平洋のオセアニアの島々とかが全部アメリカになると言われてますよね。でまた
彼もこう言いました。今の私は20年前よりも賢くなっています。かっこメドベッドのことです。そして私が知っている限り新たにコメントをすると、この太平洋諸国はハワイ王国も入っているはずです。何回か書きましたが、現在ハワイも主権国家としていろいろな手続きを水面下で進めていると聞いています。ハワイは独立国家になるっていうことですよね。で、ハメハメ派大王の血筋の人が矢面に立つような形になるということですね。はい、今まで侵略されてきたので。で、またメドベに関して今のところスカイプリンスさんが17日に彼女の YouTube チャンネルで説明と、本当に体の体調が悪い人たちや体の不自由な人たちを治療するデモンストレーションをすると言われています。ご本人がっていうふうな、ことですよね。で、私とかジャック・ストローの解釈が正しいと願っています。で、僕もハワイが大好きなので、もう一つハワイが主権国家になるという理由をニコラスさんが書いていたので、紹介させていただきます。ニコラス・ベニヤミンさんね。で、なんていうこった。彼らがなぜハワイを狙ったのかが分かりました。併合条約は決して署名されなかった。条約なし、ハワイ州なし。議会法によって設立されたハワイ州、政府は、占領中の主権の、これ何三奪であり、従って違法であるだけでなく、戦争犯罪を構成します。次はやっぱり15日に大きなイベント的なことが起きると別の情報からも書いていましたので、これね、パトリオット・ロート・シティさん、これ先週美香ちゃんが取り上げてくれて話してくれた内容なんで、これちょっと飛ばして、これ15日ね。で次、これがすでに確立されていない場合、違う。次。これは飛ばしますね。で、これも飛ばして、で、ベンジャミン・フロフォードさんの話、A ですね。しかしもう長くはない。日本やポーランドなど、もうすぐ旧植民地になる国々で逮捕が始まっています。この報道が流れると日本の右翼から電話があり、岸文雄さんの、閣僚が逮捕されたとのことでした。で B、日本の外交官からも、竹中の平蔵ちゃんが逮捕され逮捕されてますか？されないようにする方法はないかという電話がありましたと。これはベンジャミン・フルフォードさんの話ですよね。そうです。竹中は岸の閣僚が逮捕された？はい。そうなんですか？ってらしいですよ。日本の外交官から竹中が逮捕されないようにする方法はないかという電話が。ない。それ無理。誰ですかそんな電話する人？絶対無理だから、もう逮捕されないはずがないですから。はい。極悪人ですからね。竹中は彼の大ボスであり、被護者であったヘンリーのキッシンのジャーさんが亡くなったためパニックになっているらしい。私たちは彼になぜ日本の株式、そりゃそうですよね。もう糸を切られたマリオネット状態なんで、あれですね。アドルフォ・ニコラスさんが亡くなった後の安倍さんと一緒ですね。糸を切られたマリオネット状態で、もうどうして指示系統がなくなったらどうしていいか分かんなくなっちゃう。その状態で平蔵ちゃんも今はパニックになっているということで。で、インタビューで話すことに同意することから始めることを提案しました。で、次に、まずは、これ締めとして、まずは今週のアメリカ時間の金曜日に注目してください。大きな大暴落が来るのかっていうで、もし来ましたらスカイさんのメドベッドのデモンストレーションも日本時間土曜日にあると思います。そしてツーリカリセットも始まるでしょう。金曜日にはなかったんですよ。ちょっとこれ本当だね。私もどうしましょう。
そうね、まあ誰がっていうのはその一部がっていうことですよね。もう別に全員っていうわけじゃないから。全員じゃないないからね。一部ねでも一部でももう極悪人たちが逮捕されてたら嬉しいですよね。レオデビューさんレオデビューさんのレオデビューさんの YouTube でね、武装者がいっぱい止まってでも聞きました。ね、そうですよね。ちょっとまだ見てないんですけど、そういう話があって聞きました。いや素晴らしい。素晴らしすぎます。はい。進んでますよ。日本の方も日本できっとね、水面下では。はい、ではマーク・デッドさんのお話に入っていきたいと思います。もう一気にテンション上がっちゃいました。ね、今のね、ね、本当に進んでる。そうですよ。じゃあこのテンションでこのテンションでマーク・デッドさん行きましょう。はい。でも今週も少ないんですけども。マーコさんは。そうそう。ちょっと静かめ。まあ今日ぐらい。今日ぐらいですね。まあ今日のはすごい。今日のはすごい。今日のはすごい。今日のはすごい情報です。やっと言ってくれたっていう感じのところです。16日ですね、マーク・デッドさん。14日から15日にかけて多くのことが起こりましたが、今後数日間はさらに多くのことが起こると予想されます。ここ数日間は舞台裏で目覚ましい進展が見られました。各国からGOが出たという連絡がどんどん入ってきています。すごい。タイミングはわからないが、順次国ごとに解放していっているのだと思います。彼らは全員一度に出席すべきだが、彼らは全員一度に出発すべきだが、現在許可と行軍命令を得ているところです。メンバー、20日は素晴らしい日になると聞いています。メンバー、イラクは2023年予算の 80% を使用を開始し、20日から使用を開始し、それを使う期限は5日間しかありません。マーク Z、はい。イラクが20日から25日までに使えるお金はたくさんあることは分かっています。マーク Z、私は様々な政府筋から聞いているところによると、それはすべて放出され、金額は3カ国と合意され、共有されているとのことです。素晴らしい。今は誰かが GO と言ってくれるのを待っているのですが、タイミングが分かりません。銀行は知っているかもしれないが、私には教えてくれません。マーク Z、債権担当者からはまだ資金を使用することはできないとのこと。CMKX ソース T3 の CMKX ソースから更新情報を受け取り、罰金と罰則が再び更新されました。罰金と罰則は各週で更新されます。メンバー、フランク26の銀行の話では、誰かがディナールを両替できるかどうかを銀行へ確認しに行った。ありましたね。はい。確認しに行ったところ、両替できると言われましたが、来週の金曜日から両替できるようになりますと言われたという話がありました。ありましたね。メンバー、そのフランクからの銀行の話は、実際には5億ディナールぐらい持っている人のグループの人だったそうです。そういうことですね。その女性っていうのは5億ディナールぐらい持ってる人だったそうです。メンバー、これは噂ですが、16,000人の債権保有者が自分の資金を確認はできるが、まだアクセスはできない。これブルースさんですね。16,000人の債権保有者って言ってる。でしかし、12月17日から18日にはアクセス可能になり、クリスマスまでにはほぼ完成するだろうとのこと。11日から18日、日曜か月曜ね。メンバー、通知を受けて、これも読んでおきますか。通知を受けてからどのようなステップを踏むのか教えていただけますか。マーク Z、それは驚くほど単純です。ディナールリキャップスやディナールクロニクルのようなサイトにアクセスして、無料の日刊ニュースレターにサインアップ登録してください。それで多くの人が知ることになるでしょう。全員のメールアドレスや電話番号を知っている魔法の妖精はいます。そうですね。それ登録まずしないと。
ディナールのサイトからメールを毎日受け取っているのであれば大丈夫。毎日毎日。来てますね。1日3、4通でスルーしてますけど。心配する必要はありません。その時が来たら私やブルースやフランク、TNT トニーなどがその時必要な指示や両替に必要な指示を知らせます。考えすぎないでください。これは簡単なことです。両替が終わると難しい部分が始まります。お金はどこに投資するか、それをどのように構成するかなど。メンバー、ようやくここまで来ましたね。ついにここまで来たかという感じです。はい。これはちょっと古いからどうかなと思ったけど、ちょっと忘れます。どんな内容でしたっけ？飛ばしていいですね。飛ばしますか？これ飛ばします。もう今日のだけで十分だと思います。十分お腹いっぱいな。本当に。はい、じゃあ次、多分1週間すべてを集約しているような内容ないですね。じゃあ TNT さん。はい。これがさっき山崎さん訳してくれてですね。読みますね、私。本日のコール情報 TNT さん。で、いいニュースだ。今朝、イラク市民は数日以内にと告げられた。スダニーは数日中にレートが変わると言った。また食べるみかんも告げられた。スダニーは数日中にレートが変わると言った。またイラクのテレビを見たティッシュから聞いた。で、人の名前かな？それだと思いますね。RV は昨晩行われるはずだった。そうならなかったのは国連が全プロセスを引き継ぐよう申し立てたからだと言われる。裁判官は国連の申し立てを却下した。IMF はすでに各国に資金を提供しているからだ。どの国ね、それも言われてましたね。すでに各国に資金で、どの国も資金を持ち、通貨を予約し本番を待っている。今晩の東部時間午後4時半から日曜日の、東部時間午後、5時までがこの動きが始まる可能性のある時間だ。今晩の4時半だから、今日の夕方の6時半から、明日の明後日の朝まで、朝7時ぐらいまで日本時間でということですね。月曜日の朝7時ぐらいまでのそこまでぐらいの期間ということですね。で、この動きが始まる可能性のある時間だ。クルディスタン地方では今日がゼロ紙幣3枚を25,000ディナールに交換できる最後の日だと言われている。これで RV の可能性がある窓口が東部時間の今日4時半に開くことが分かった。おそらく明日は25,000ディナール紙幣で、25ディナールしか手に入らないだろう。スダニーは今朝タウンホールミーティングのような会合でレートは数日中に返還されると話している。最後にレートが変わったのは12月20日だった。イラクが今日最終日だといえば、東部標準時の4時半は、翌日のイラク時間、つまり午前0時を数分過ぎた時間だ。彼らは東部時間、午前1時にやりたかったのだ。これが彼らの狙いだ。イラクは月曜日と火曜日はみんな休みだから。そうですよね。そうですね。休みのちゃうんですよ、選挙で。投票に行けるし、予算は火曜日に発表される。予算は火曜日に発表される。レートが変更されるまではそうしないといつも言っていた。うまくいけば週末になる。うまくいってくれ。今週末に銀行の予約をしていた人たちは、交換期間中は手数料がかからないと言われた。窓口に行けば手数料がかかる。後戻りはできない。米国はそれを公表した。IMF は各国に放出した。お金があるのだから、それで運営できる。待つことはできない。スダンには数日後と言っている。私は待機期間については何も知らない。イラクは最初の3日間を望んだが、それは却下された。銀行は今準備ができている。それで大丈夫だ。週末を楽しんでください。お願いします、本当にもう。火曜日。レートが発表され
はうん火曜日19日ね、うん20日から20日がうん予算の 80% を使い始めるから、そうですね。だからもうどんなに、ギリギリ遅くとも19日までには、ともう本当にこれは私もこれを信じてます。はい。はい。で次 TNT-RV が予定されている。はい、短い。あ、ちょっとやつですね。これわかんないですけどね。録画が再生されない場合は、ね、ちょっとね、TNT さん。参加者には現情報メールで送る。RV が予定されてる。RV 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 が予定されてる。大事なのここだけ。RV が予定されています。 RV が予定されてます。予定されてます。ここだけ言いたかった。訳してるの。はい、そうですよね。はい、次15日ウルビーのビデオチャット。もう12時3分だ。あらまあ。走っていかないとあれだな、フューさんまで。じゃあ大事なところ。ウルビーのライブチャットですね。これは昨日の夜23時頃ですね。日本時間の23時頃のライブチャット。昨日、彼は多くの情報を得た。ウルビーは多くの情報を得た。昨日、ロンドンで行われた中国の長老たちや、その他の高官たちとの会合で、資金を放出することに合意した。日程については言及しないが、良いクリスマスを迎えられると信じる。ねえ、そうですよね。長老たちと高官たちの会合でということなんで、すごいですよ。ロンドンで行われたそうです。ヨーロッパからも正式な発表があるはずだ。マウリシオは資金放出の号を待っている。彼の友人からの報告によると、彼は24時間から48時間以内に資金を受け取れるだろうとのことだ。水曜よりもっと早くなる可能性があると考えている。以上です。はい。じゃあ、めっちゃ多いんですよね。14日はどういう内容？ちょっととりあえず見ておきましょうか。これ、ライブチャットですね。読みますね。参加者1356人。ウルビー。ペイマスターとメンバーからの情報はないようだ。昨夜、関係者全員とズームミーティングを開いた。開始のグリーンライトが出た。今夜か明日かわからないが非常に近い。コロンビアの投稿はコロンビアの弁護士からのもので、彼が長年一緒に仕事をしているもう一人の友人は彼が今日いつ支払いを受けるのか知っているはずだ。通知は1週間前に届いている。ただし緊張して電話を待っている。マウリシオによると全てが整った。今年のクリスマスは全てうまくいくとのこと。マウリシオは RV 界で最も大きなクジラの一人だ。RV に関与している最大の国はコロンビア。次にブラジル、そしてアメリカだ。ショッピングセンターに行った時にフォロワーが彼を見つけ有名人であることを笑った。コロンビアのショッピングセンターには建築が素晴らしいと言い、少し説明した。コロンビア行かれてたんでね。今もまだいるのか。昨夜のミーティングは非常にうまくいき、グリーンライトが出された。今夜か明日、うまくいけばオペラを始めても良いという電話を持っているところだ。早く歌ってください。で、良いニュースばっかりで、ネガティブなことは何もなく、開始するには最高の状態だ。カルパチアは、新たな情報を、はい。以上ですね。ミーティング内ではグリーンライトが出されました。ということですね。次、ベトナムに注目。ベトナムドーンも上がってくるんですか。そうなんですよね、この辺ね。ベトナムが熱くなってきてますよ。ね、この間、中国とね、先週話したやつで、周様が言ってましたからね。ベトナムに注目しよう。What's Pay でいいのかな。わかんない。総合運用可能なブロックチェーンベースの決済テクノロジーでアジア、太平洋、アフリカ、中東、欧州、米国全域で運用されているそうです。この支払いは。オリジナルかなあ、まだあるかな。ベトナムの仮想資産決済を変革する。ベトナムの持つ財力を想像してみよう。ディンドンディンドン。ディンドン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 。ということで。
はい。はい。これがさっきの話と多分ちょっと被るんですけど、アジアの国境これが決済ですね。これもありますね。じゃこちら、これフリーダムファイターさんから。アジアと中東、北アメリカ、アフリカを結ぶ国境を越えた決済。国境を越えた決済システムを接続すると、通貨と資産をつなげるテクノロジーが手に入る。まだ注目されていないということで、ね、なんかそういうアジアとアフリカをつなぐ決済システム方法が出てきました。はい、QFS です。でちょっと待ってね、次は飛ばしますね。次1個飛ばしてゴルディロックスさん。はい。イラクの。イラクは国際銀行業務基準を満たすために、イラクの CBI に要求される銀行業務をすべて完了したそうです。これすごいですよね。すごいすごいすごい。そして明日にはマネージャーたちとの銀行業務改革を完了する予定だと伝えられている。現時点では今後、国際為替を利用し、現地ではイラクディナールのみを使用するための準備として、従業員に対する後方支援トレーニングを2週間行うことになっている。イラクは国境を越えた貿易を開始するため、世界中で多くの協定を結んでおり、輸出入を進めるために数カ国と通貨を交換している。これは以上でいいかな。以上でいいね。今のこれね。で、続いてテキサススネーク。あ、はい。テキサススネーク。国内ではすべて水曜日の RV に向けて、これだけか。そう。ここではテキサススネークさんは水曜日って言ってる。水曜日の RV に向けて。ね、それで20日ですね、水曜日。はい。ね。もうそこまで引っ張られてほしくないんだな。もうちょっと早くならないかな。水曜日じゃない方がいいな。月曜日か火曜日がいいな。月曜か火曜に。がいいな、私は。一日でも早く。一日でも早くがいいな。次が長いですね。で、これを読みますね。フランクさん。あれ間違えた、私。テキサススネーク。もう一個あった。本当だね。こっちだ。って読んじゃうんですね。テキサススネーク。私は今日、ある報告を受け取ったのだが、さらに元のメッセージとは関係のない複数の団体からもそれを確認することができましたと。で、私が受け取った情報によると、債券保有者だけでなく、CMKX やインディアンの部族、これは T3 に対し、明日遅くから土曜にかけて、資金の受け渡し方法について通知が届くとのことだった。私たちティア 4A およびティア 4B の保有者は日曜日の深夜から月曜日の未明にかけて通知を受け取り、来週の20日水曜日から両替の予約を開始することになるかもしれない。なるかも。で、最後つけとく。ね、かも。20日は国の予算の関係にとって重要な日である。テキサスネークさんがこんな生きてるんでね。そこ重要。はい。で、次、フランクさん。15日。これを見ます。ビーバーウェストバージニアチェイス銀行でのストーリー。これさっきの話ですね。さっき出てきたやつね。もういいか、一応もうか。私は、これ飛ばしましょうか。長いから。いいか。飛ばします。さっき言ったから。はい、じゃあ飛ばします。で、次、ゴールドテレグラフさん。銅は2倍。もう一応言っとかないとね。2倍どころじゃないと思いますけど。金銀銅は大事です。で、億万長者のロバート・フライドランドは、重要な材料の需要増に対応するために鉱山会社が高価な鉱山を建設するためには銅の価格が2倍近くになる必要があると述べている。時は刻々と迫っている。銅のような金属の需要は各国がよりクリーンなエネルギー技術を義務付けると同時に自国のサプライチェーンの発展を競うようになるため急増することになるよということでした。はい。じゃあちょっと次ウルギに行きますね。はい。16日マーク Z がここにありますね。16日マーク Z。はい。
いきます。あ、読みましょうか。いきますよ。マーク Z は、これはウルビ。マーク Z は私が水曜日に言ったことを裏付けました。政府もうこれはいいですね。かぶるから。いいね。はい。水曜日に、ウルビが水曜に言ったことをマーク Z が裏付けたそうです。はい。っていう話です。で、15日 TNT。なんだっけな。これね。IMF は RV を終了し、すべてを各国に開放したと発表した。ということです。ということでした。IMF、RV を終了したって。したんです。完了し。すべて各国に開放したと。ね、さっきも出ましたけど。とのことです。はい。風ですね。風ですね。はい。次14日、TNT。TNT。連絡先の誰もがそれを待っている。いつでも実現する可能性が。これはいるかな。一部の3レターエージェンシーは今夜から。いいね、これ。これは過去のさっきの話だから。さっきのでもう完結してるから。はい。13日、これなんだろうな。読もうと思ったから多分書いてないんだと思うから、ちょっと読みますね。はい。2023年12月15日に米中央銀行は100兆ドルを、受託紙ではなく、実際のお金で支払わなければならない。受託紙ではなくね。ペーパーマネーではなければならない。これが連邦準備制度理事会の、缶オケに釘を刺すことになる。あとね、これが15日がその期限だったんですね。私の意見。もしそうであれば彼らはディナールを再評価しなければならなくなるだろう。なぜなら彼らは自国の救済のためにディナールを蓄えているからだ。これは米国にとってのカルマとなるだろうということでした。そういえばそうでしたね。そうですよね。それが15日でした。それ過ぎてるんですね。これは怒ったんでしょうか。怒ってるはずですよ。ね。水面下で。言われてないだけで。だからやっぱそういうのとで RV のイラクの RV 絶対連動するんでもう来ないとおかしいんですよ。ロッドスティールさんが紹介してた経済ソクラテスなんちゃらって専門家みたいな女性の YouTube では100兆ドルよりもっと高い金額出て言ってましたね。280兆とか言ってましたね。で日付は15日までに支払わなければならないって言ってたんで。ゲサラ賞ゲサラ賞ピーター。大きな出来事が起ころうとしているようだ。15日から年末にかけて特に17日について話をしている。では何が起こっているのか。RV に関して一部の人々や南米、特にコロンビアの人々には通知が送られていると聞いている。一部の人々は口座に資金が入金されているのを確認できたり、一部ではすでに流動性があり、使用できる資金があることが確認されている。それ以外の地域についてはおそらく予定より少し遅れていると思うがすぐに対応できるだろう。基本的に私たちは通知を受け取ることになるが、どのように受け取るのだろうか。お悩みか。ブルーさんとかマークさんとかのさっきと話サイトに登録してくださいっていう話ですね。はい。じゃあこれ次14日マーク Z。これで終わりですね。はい。こちらがイラクではおそらく12月20日に2023年予算が発表され、完全な非ドル化が行われる20日から今年の最初までの間におそらく全額を支出しなければならない。これ来年ですね。来年の最初ですよね。で、20日までの数日間、イラクには多くの注目が集まっています。何かが起きています。試験ですが、コメント。RV は15日から、20日の間だと聞いています。マークデート。現在多くの人があなたの意見に同意しています。ということで。ね、20日に予算が発表される
で、もともとね、1月1日からは絶対に 100% 非ドル化にならなければいけないって言ったんだけど、今もう20日って言われてますもんね、それはね。20日から、まあ10日間ぐらいはかかるだろうっていうことで、その完璧にするのに、なんか20日にはっていうふうに言われてるんで。これ山崎さん訳してくださったやつですね。あ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になります。はい。では、フィルさんに行きますね。フィルさんも行ったら、フィルさんで終わるかな、他。ようやくフィルさんですね。うん、そうですね。予約も、はい、12時18分になり、他のやつはもうちょっと多分読めないだろうな、今日。いろいろしてたけど。じゃあ、上に戻ります。はい、戻ってフィル行きます。フィル。じゃあ、ちょっとフィルさん、上から行きますね。この辺はもう。なんかこれね、今日なんですけど、一番上ね、ライブ延期。今日がこれ、皆さんこんにちは。私の末っ子が2、3日前にイノウイルスに感染し、どうやら私に移したようだ。今朝から吐き気と嘔吐が続いている。今日はあまり出られないと思うし、明日までライブがない可能性が高い。申し訳ないです。ということで、今日本当はライブまたする予定だったんですけれども、また仮病を使って延期してるんで、もうこれで、もうこれは、本当は今日だったものがなくなったなと私は思いました。で、次。13日の、で、これじゃあいいや。で、13日の本当は、14日にあったライブも13日にあるはずだったのが、14日に延期してるんですよね。そうやって延期してるんですよね。まあ、それはまあ置いといて。次も、これもオッペンハイマー行きます。これ今日の朝、今日というかまあ、もう12時過ぎたんで昨日になりますけど、朝3時頃、日本時間の、に上がったフィルさん動画が上がってて、なんかオッペンハイマーって原爆の父の映画の映像を映しながらなんか説明する動画だったんですよね。でもちょっとこれ割愛しますね。特に内容はどっちでもいいんですよ。まあ動画のところだけちょっと映してもらいます。でまあ核爆弾っていうのは存在しないってずっとフィルさん言ってるんですよ、以前から。で、フィルさんめちゃくちゃ頭いいから多分そういう計算とかもして分裂させることがやっぱりできないって思ってらっしゃるみたいなんですよね。だからものすごい爆発力のある爆弾は作れるけれども、核分裂させた核爆弾は存在してないっていうふうにフィルさんは言ってまして、でそれを、今回そういうことの説明をこの動画を見ながらしてたんですけれども、で話の肝はそこじゃなくて、でオッペンハイマーって書いてて、でゲマったんですよね。で下下がっていただいて、でもう絶対ゲマれって言ってる、別にオッペンハイマーの話今する必要ないからゲマれっていうことだと思ったんですね。そしたらこれちょっとね一番上から「I love you」はいいとして。マイケル・ジャクソンって出てきたんですよね。で、そして今日マイケル・ジャクソンの話でなんかね、いろいろ出てましたよね。はい。ね、もうちょっとどれもちょっと若干気になったんですけど、まあそれは置いといて、でもうちょっと下下がってもらいます。もっと下、あと2つぐらい下かな。もっと下かな。うん。そこですね。それですね。今ね。で、シャットダウン、カミングスーン、で、ポストフォンド。でこれが延期されましたってことなんで、これでもこれ絶対これ延期のこと言いたいなと思ったんですよね。カミングスーンもあるとかシャットダウンとかもあると思うけど、でジャッジメントで、審判の日ってことで、もこれも多分本当は今日のライブがイコールEBS である可能性もあったんじゃないかなと思うんですけど、延期されたということでした。はい、でそうしましたら次ライブの説明に入る前にこのミーシャンさんのこれを読みますね。これまあもうミーシャンさんがもう私本当これミーシャンさんのこのこの素晴らしい要約がなければ、ね、ものすごい長い字幕をつけなければいけないと思ってたので、それをこんなに1時間ぐらいかけてフィルさんが話した話をこんなに短く予約してくれたんですよ。これ素晴らしいので、これを読んだら大体ストーリーがわかると思うので、これ読んでいきますね。で今朝の、フィルさんの今回のライブの前半1時間ぐらいで話した内容になります。
で、全部で1時間40分ぐらいのライブだったんですけども、もうほぼこれの話を思い返してくれた感じだったんですけれども。変わりましょうか。いいですか？思いちゃいますよ。はい。今朝のフィルさん、ライブは暴露というより告白、しかも衝撃的。知ってたけど詳細の内容は初めて。そうですそうです。1個目。フィル氏は高校時代に CIA にスカウト。夏休み期間2年連続で候補生として試験訓練を受ける。候補生の中で最優秀生。2つ目。2年目の夏、2番目に優秀だった候補生と、2人部屋で過ごす。あだ名は2。3つ目。この2と親友関係を築く。2はエズラ公。CIA での訓練中に CIA が米国を攻撃するという噂を聞く。訓練を終了して数週間後、911が起こる。失墜、絶望する。高校卒業前に CIA から採用通知を受ける。2と話す。2は CIA 入りを決意。フィルは辞退。大学に進学。CIA で着々とキャリアを積んだ2から連絡が入る。NSA が911の犯人追及に動いているからと入局を進める。フィル大学中退して入局。NSA 入局後はサイバーセキュリティ関係の仕事に従事していたが、バマを就任し、NSA を国民に対して悪用。フィルはまた絶望する。でここでフィルさん働いてた時にスノーデンがしたことになっている話なんですけれども、プリズムっていうソフトをフィルさんが作りました。フィルは NSA が実施していた盗聴内部告発資料をまとめていたところ、2から連絡。フィルに似たエージェントをあてがい、フィルが NSA 在籍した痕跡をすべて抹消。スノーデンとフィルが入れ替わる。スノーデン事件が明るみに出た頃には、フィルは一般人として不動産ビジネスで成功していた。2017年2から連絡。奴を捕まえた。フィルは1分沈黙。俺は何をすればいい？これやつっていうのはバマオさんのことです。2017年ね、バマオさん、ひらひらさんとかと一緒にね、このぐらいトラさんが就任してすぐの話ですね。はい。フィルはアライアンスに加わり、ある任務を請け負う。永遠に破られないソーシャルメディアを構築する。Qドロップを4ちゃんで立ち上げる。はい。だからQドロップを投下するプラットフォーム自体を4ちゃんにするって決めたのも、その中で絶対に誰からも追跡してないログインした場所も絶対突き止めることができないないというソフトウェアをフィルさんが作ったんですよね。はい。それが Q ポストのあれはそのフィルさんが作ったソフトウェアを使っていろんな方で複数でいろんなところから投稿してどこで誰が投稿しても絶対に特定されないっていうそういうものなんですけど、フィルさんはそれを作るのにもう無理難題すぎて数ヶ月かかったっていうことでした。はい、Q は複数人で投稿管理運営される。2017年10月末投稿開始。Qドロップの目的は覚醒の促進と教育。この2017の時点で以後 Qドロップの投稿内容は全て完了していることと理解してほしい。再三言っているが、完了していることと今起きていることの辻褄合わせのためにあなたは映画を見ていると言い続けていた。もう処刑済みのバイジーさん役やひらひらさん役の演者を動かし、あたかも生きているように演じている。偽旗は大衆の注目をそらして、その裏で円滑に DS 排除作戦を秘密裏に進めるため。これから起こる EBS は全人類の大覚醒を促すもの。内容は真実の大暴露だが、全人類が知らないままでいたら、もっと絶望に瀕していたということが最も重要。これを覚えておいてほしい。
今の子どもたち、またその子どもにも何十年にもわたって語り継がれる歴史的なイベントであることを。ということです。はい、もう素晴らしい。素晴らしいまとめです。まとめがまた西原さんすごい。これをまとめていただいたおかげで私の字幕がかなり少なくて済んだんですよ。はい。で次それでも全部で15分ぐらいあるんですけれども、前編と後編に分かれていて、ライブより前編いきます。はい。でもちょっととりあえず箇条書き私読んでいってで補足していきますね。でフィルは高校時代に CIA にスカウトされ候補生の中で最優秀だった。さっきの話とかぶりますけど。で2番目に優秀だった2というルームメイトとは今も親友。それはエズラ氏のことともう断定して大丈夫だと思います。で、スノーデンはフィルに似たエージェントで入れ替わりである。で次2017年に2から、バマを捕まえたと電話があり、天才ハッカーだったフィルは Q の投稿ができるプラットフォームを探すよう依頼される。はい。で、もうインスタとかフェイスブックとかそういうのはダメだよって言われて、で、ヨンちゃんを見つけて。で、もうそれだったらフィルさんだったらもう完全に中全部分かったみたいで、それだとここでだったらできそうだって思ったみたいで、ヨンちゃんで投稿することに決めたと。で、永遠に追跡不可能な4ちゃんでの Q 投稿のアルゴリズムを作ったのはフィルさん。で、Q として投稿したこともある。これね、そういうようなことを今までライブでも何回も言ってたので、もう、ライブずっと見てる人たちからしたらもう周知のことなんですけれども、それをもうはっきり言ってくれたんでね、今回は。この Q ドロップとこの Q ドロップはフィルさんが投稿したって前も言ってたんで、はい。で次、フィルは2の家に招待されたことがある。東京ドーム4個分の以上の広大な敷地。もうこれは間違いなくだからエズラさんのお父さんであるジェフ・ケ・ジュニア、ケネディ家はもう本当にね13血族のうちの一つなので、だから本当もうシェルバン家とかああいうねあの辺の人たちと並ぶ大金持ちの家系なので、そりゃそうだっていうか、じゃないとそういう家の人じゃないとこんなとこ住めないので、だからエズラ氏がもうジェフ・ケ・ジュニアの息子であるっていうことはもう間違いない。はい。で、2の発言。いつの日かフィルはホワイトハウスの誰かの政権で高い地位のメンバーになるだろうって言って、これもまだだから10代の時にエズラがフィルに言ったと。もうそれぐらいフィルさんだから言ったらルームメイトだったんですけれども、そのルームメイトの部屋の割り振りをするときに意図的に例えば10人生徒がいたとして1番成績のいい人と10番の人を一緒にしたりとかしないようになってたらしくて、1番と2番3番と4番5番と6番みたいな能力の近い人同士を同じ部屋にして、仲良くなって切磋琢磨してもらうっていうようなことをその CIA はやってたらしくって、だから1番と2番だったからフィルさんとエズラが同じ部屋になって、で今回のライブの中でも途中でフィルさんめっちゃ笑ってたんですけど、僕はまだ未だにその2のことを面と向かって2と呼んでるんだって言って、はいね、ありましたね。めっちゃ笑ってましたよね。もう可愛くて笑けますよね。彼がどんだけすごい家柄のどんだけすごい立場の人間であろうとも、あいつは俺にとっては2番手だっていう、俺よりも下だって言って面白かった。2って呼んでるらしいです。でパート1はここまでですね。後半いきますね、次。この辺の話はちょっとね、また別の機会にまたね時間設けてやりたいですけど、今日はちょっとサクッとだけいきますね。で次、後半の方ですね。私は過去に築き上げた専門知識を駆使し、検出不可能なプラットフォームを作り、それを保持してほしいと言われた。それが Q チームが一般大衆とコミュニケーションするために使うもの、Q ポスト。こういう計画がもともとその Q っていうものを作るっていう計画があって、それ
ができるのはもうフィルしかいないっていうことで、フィルさんにそのプラットフォームを使う、そのアルゴリズムを作ることが依頼されたということで、だからもうエズラが、もうその情報を、このQチームの中心的人物で、もうエズラが最ももう自分は絶対フィルさんには勝てないと思ってて、でもそういう何かあったら頼る親友がフィルさんなので、それでフィルさんに頼んだと。で私が4ちゃんを見つけた。アルゴリズムを構築するのに数ヶ月かかった。Q は一人ではなくフィルもポストを投稿した。私たちは今日これまでで最もいいベースに近づいていると言える。これまでで最もトラさんが大統領執務室に戻ってくる日に近づいている。本当にもう言い切ったんでね、もうすごいもう嬉しかったです、私もこれ。でトラさんに対する起訴は棄却されようとしている。トラさんは大統領特権があり起訴することはできない。2024年のイカサマ選挙はもうない。でもうこれもはっきりないって言ってるようなもんでした。で、もうすでに全て終わってます。来るものは止めることができない。それは本当というキャッチフレーズを私たちが作ったんだけど、そのキャッチフレーズは本当事実であり、彼らはそれを止められない理由っていうのがもうすでに起こったことだからだって言ってました。でもっともですね、はい、もう起こったんですよ。はい。で現在はただのカーテンコールです。カーテンコールです。はい、もうエンドロール流れてます。流れてます。カーテンコールです。であなたは人類史上ここのもう本当に感動的ですね。あなたは人類史上最高の時代を生きている。あなたはこれを目撃するために生きてきた。そうなの、もう本当に素晴らしい。これも絶対見てない人いたら絶対見てくださいね。泣きますからね。すごい時代が来てますよ。本当にそうなんですよ。選ばれた本当にチョーズワンズですよ。はい。ね、本当に。で、あなたは人類史上最も偉大な時代の最前線の兵士として戦っているのだ。で、これもね、デジタルソルジャーの私たちはもうフィルさんのようなフィルさんのライブを見てそれを人に拡散したりすることも、それも戦い兵士として戦いに参加しているってことになるし、たくさん声を上げていろんな発信をしたりとかSNS の中で人の配信者の人の言ってることとかを拡散する行為、それもあなたは兵士として戦っているってことだから、あなたは戦いに最前線で参加してるんですよって言ってくれました。はい。で残っているのは私たちは勝った。残っているのは彼らが泣き私たちが喜ぶことだけだということで、素晴らしい。これが最後の締めのセリフでした。もう本当に感動的なライブだったんですよ。もうこれもうちょっとね、あとね、ワクワクの話も結構時間取ってやってたんですけど、そこはちょっと私省いたんですけど、また字幕時間ができたらそこもやってもいいんですけど、ワクワクの話も結局だからこれはもう周知のことですけど、コロちゃんが流行っていた時にインフルエンザがゼロになっていた。だからインフルの人をコロちゃんに仕立て上げただけであり、そもそもコロちゃんっていうもの自体は存在しないんだっていうことがもう証明できているっていうことを言ってました。だからもう全てその辺の詐欺について、これからも暴かれていくし、そうやってそこからモデルナとかはもう本当に大手の病院とかとすごい癒着してるから、だからもうその医療全体にもこれからメスが入るようなことになるということも言ってました。はい、はい、じゃあそうしましたら以上になりまして、チャット読んで終わりましょう。もう今日はこれで。はい、以上でいいです。いろいろ準備してたのまだありますが、こんな感じで大丈夫です。ではちょっといきます。はい。よいしょ。ですね。リボンちゃんさんかな。八福さん。個人的に来週ではなく明日17日の14だ。
じゃってほしいですよね。本当に私もそうです。明日17日の12時から EBS が始まり、そこから闇の10日間が始まって、旧カウントダウンクロックの時間で新世界が始まることを記念しています。でもあれもだからなんか10日間終わりを意味してるんじゃないかって気もしますからね。あれ27日26日だったっけね。今日から16日から10日間が、ね、混乱の10日間が始まるっていう意味じゃないですか。ね、そうだというふうに私も思ってるんですけど。ちこうさん、かりさんありがとうございます。UKA さん、年内に一気に来てほしいです。はちゆくさん、クリスマス当日が EBS 中のために早めにメリークリスマスと言ったとしか思えないですね。あ、トラさんかな、かな、そうですね。多分。NM さん、なおこさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。英国のなおこです。久しぶりのライブ参加です。日々のありがとうございます。日々の情報発信本当にありがとうございます。いよいよ目の前で目前で、年末年始どうなるのか期待でそわそわしています。そうですよね。なおこさんもきっとフィルさんのライブ見られたと思うんですけどね、感動でしたね。もう本当に感動でした。はい。ゆきこさんいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。みかさん、かりさんこんばんは。間に合いました。本日から ASEAN で日本に集合してますね。ベトナム。本当ですか？ベトナムもおいでになってますね。本当ですか？ちょっとニュースチェックしてなかったです。今日またなんか多分海外のニュースとかでも出てくると思うんでチェックしておきます。ゆきこさんいつもありがとうございます。IMF のニュースは触れましたね。触れましたね。終わりましたよ。終わりました。完成しましたよ。完成。まゆさん。かりさん、みかさん、いつも貴重な情報ありがとうございます。いつもありがとうございます。はちふくさん、フィルさんの仮病疑惑いつも笑います。笑いますよね。もう子供かみたいな仮病。片頭痛は本当だと思ってますけどね。まあ完全な嘘じゃないかもしれないけど、とりあえず病気っていうことにして伸ばしにしてるのはあると思います。ゆきこさん、フィルさんは正義感が強かったとその記事からお見受けしました。そうですね。いや本当そうなんですよ。だからもうだから911の時にもう本当に心病んじゃって、本当に病んじゃってもう誰のことも信用できなくなってっていう風になったっていうことですね。だからその前にその CIA の内情してたのでもう絶対自分がこう加担していった仕事をしたところがそれをやったんだっていうことが分かっちゃったからだからもう本当に人間不信になって、もう世の中の悪いものはやっぱり悪いっていうふうに思って叩かなきゃいけないみたいな気持ちになったっていうことで。ゆきこさん、イーロンかフィルさんかっていう感じの頭脳ですね。そうですね。本当ですよ。本当にそうです。0202さん、本当にイーロン、フィルさんの頭脳には脱帽します。頭脳には脱帽します。だからなんかフィルさんが処刑されて替え玉だとかいう人がいますけれども替え玉であんなねきちんとした話できませんからまずそもそも頭をコロコロ語らかせられる人は他にいないのでそれは替え玉には聞かないです人は。ゆきこさん、素晴らしすぎる能力を民のために使う心がまたすごいですね。しかもね先週はあれだったんでねクリスマスギブアウェイで皆さんにね視聴者の人にお金配りましたからね。もう本当にそういう人なんですよ。本当素晴らしかった。それもまた良かったんですけどね、ちょっと取り上げなかったんですけど私3時間あったんでライブ、100人の人のうちのほとんどのお話を全部読んだんですよ、その前回の。でも3時間あったんで私そっちはちょっと全部は見なかったんですけどさすがにでももう途中からもうあなたはちょっと 2倍お金払いますとかもうそんな感じで結局払うお金もどんどん増えていって本当に心のある人なのでそういう大変な話とか聞いちゃうとそれはもう
あとそうそう、そのね、前回の、ごめんなさいね、ちょっと長引かしちゃって申し訳ない。ナンシー・ドリューさん、はいはい。ナンシー・ドリューさんに、うん1000ドル払いました。ナンシー・ドリューさんに、うん、ナンシー・ドリューさん一番だったんですけど。ナンシー・ドリューさんがライブに来られたんですか？ナンシー・ドリューさんがその申し込みしたんですよ、フィルさんのその、1000ドルのクリスマスギブアウェイに、で一番に話したんですけど、でもうフィルさんがなんか車が買えないと、でもいるというような話で、ナンシー・ドリューさん一番で、もうこんだけいろんな人のために貢献してるこの人にお金を払わない理由がないみたいな感じで、一番最初にあなたが一番トップでお金を受け取るべき人だって言ってました。すごい頑張ってらっしゃいます。そうというね。こんなことこれを無償でこんだけのことをやってる人はいないって、素晴らしいって言ってすごい褒めてました。DC に実際に足を運んで、足運んで、何時間も動画撮って、本当すごいですね。車がいるっていうんで買ってください。買ってください。ケム BB さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。八福さん、ケビオギワ。0202さん、闇ばかり見てきたからか感動します。ね、本当。ゆきこさん、ケビを使っても唯一許される人です。もう今までもうフォロワーの人はみんな分かってるんで、はいっていう感じ。ゆうさん、2017年から始まったトラさんキュートの不思議な旅の始まり、クライマックスが本当に楽しみです。ね、もうでももうクライマックスですよ。もうだからその Q の正体を明かしたので、もうそれが明かせる日っていうのはもう本当に終わったもう終わったってことなので、もう本当に最終局面ですね。じゃないとフィルさんはそんな話は絶対みんなにしないんで。ゆきこさん泣けちゃうよ。本当にそうです。泣き感動する。ゆきこさん、八福さん、かおりさんのフィルさんの動画本当に泣けました。泣けましたね。一言一言の間の沈黙というかためもグッときました。そうなんですよ。で、長くなっちゃうから編集しようかなと思うとこもあったんですけど、でもやっぱりこのためをやっぱり皆さんにちゃんと味わってほしくって、だからちょっとそのまま編集せずにそういう長い沈黙とかも入れたので、まとめもありがたいですが、翻訳動画を見れて本当に良かったです。改めて感謝です。ありがとうございます。自由人コーチさん、今夜もありがとうございました。いよいよですね。ゆうさん、京都さん、感動しました。ありがとうございました。嬉しいな、皆さんがそうやって感動したって言ってくれて。ニーナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。待ち遠しいですね。待ち遠しいですね。ゆうさん、フィルさん17。なおこさん、はい、フィルさんの配信見ました。感動で、最後のところ何回も繰り返して。ね、わかるね。うるうるしました。そうですよね、本当に。素晴らしかった。吉川さん、素敵なお話ありがとうございました。ゆうさん、美香さん、かおりさん、本当にたくさんの貴重な情報を光の配信、心から感謝いたします。闇から光へ。闇から光へ。はい。闇から光へ。バックトゥーライト。はい。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じですかね。そんな感じです。はい。そうしましたら、以上で、本日は、フィルさんの素晴らしかったねの話で締めたいと思います。はい。今日は50分近くなってしまいましたね。なっちゃいましたね。46分だ。はい。じゃあ皆さん。じゃあ長時間お付き合いいただきお付き合いありがとうございました。毎度長くなってすみません。はい。じゃあ、ね、こんな長い配信も今日までで終わりということになると思いますので、次からは100回目前で、次からは10分とか30分ぐらいのちょっと短いやつをちょろっとするぐらいになるんじゃないですか。こんなインタビュー言わなくていいんじゃないですか。もうはいと思います。はい、そうしましたら皆さん今日も長時間お付き合い本当にありがとうございました。ではでは。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。